正直別格、ここはね。よし、はい、いい色になりました。お天気を無駄にしたくないね。いただきます。パン屋とバーガー屋のほんまに二刀流ってどっちも本気なんで行くか。おはよう。おはようございます。お願いします。ダッシュ粉乳。あれなんか違うっていうのがここでわかるんで、だから40年間食べ続ける。だから発酵してんの俺。今日は営業は今日はお休みですね。営業の前の日の水曜日に3日間分を仕込みます。パン全部その目的があるから、それによってミキシングの時間とか全部変わりますね。昨日夜スパイスをかけて一晩寝かしてた状態、圧力鍋で炊いていきます。
いい匂いするやろ。めちゃくちゃいい匂いします。ホロホロになるまで炊きます。普通はね、シートになったバターを使うのよ。やっぱり四つ葉バターのこの味が好きなんで 100% 使いたかったんです。うちの場合はクロワッサンだけじゃなくて全部四つ葉100なんで。よし。これはいぶ式ですか？これは自家製の燻製機。これ自家製ですか？タダでもらったドラム缶。こんなんつけて、ベーコンにもつくし、で桜のチップを入れるんですけど、桜のチップも香りとこの炭の香りとこれが美味しいんですよ。面白い。はい、おへ。おはよう。牛すじの半分でどこいたかな。倍入れてるんなら、ちょっと気持ち多めにしといてもらったら。お買い物行ってきます。福耳。福耳。バーガーソースとチリソースに使うトマト缶が足らん。それとリンゴと。すぐ近所にあるんですよ、スーパーが。田舎なのに便利だよ。真っ白やけど。お待たせ。トマト缶とリンゴと米まんじゅう。これな、スーパー行った顔でもね。
米で作ってるまんじゅうで、米を米と呼んで米まんじゅう。これめっちゃうまい。これめっちゃ柔らかく。これ見てこれ。めっちゃうまい。食ってみ食ってみ。あれですか？うんありがとうございます。めっちゃうまいから。めっちゃうまいっすね、めっちゃうこまいやろ。買うて帰ろう。すげえ。もうええ匂いしてきた。はい、これでプルドポークの出来上がり。やった。黒糖です。20本とかはもう来週ぐらいから並ぶ。これは4つ分です。ケチャップです。リアルなやつ。よいしょどうお天気を無駄にしたくないね。これはレーズンとアーモンドですね。オレンジピール、これがレモンピールですね。多分これが冷たいとこね揚げ温度が低くなっちゃうんで、ホイロで温めときます。よいしょ。はい。よいしょ。昔修行中にドイツ人に教えてもらったんで、それのやり方をずっとやってるんだけど。
トーレは水は一滴も使いません。バターだけでね。まあ、シュトーレってこんな形なんだけど、それを1枚ずつ薄く切ってクリスマスまでをシュトーレを食べながら待つっていう、なんかそんな文化が素敵やなと思ってて、僕はずっと焼き続けてます。すごい好きでよく入れてます。入れます。トマト入れます。ユーセンっていうなので、そりゃそのままなくないやろうけど、カレーパンの具の中でも結局水入れます。美味しいです。バナナ入れるとめちゃめちゃ甘みが。実際このカレー俺食ってたからずっとな。自分で自分のカレーの大ファンっていう。カレーパンは包まないといけないんで、このままじゃ包めない。だからコーンスターチで少し固める。固める前にカレー食用は取り出す。大体10キロの次をするとで
あれの反省で、店の名前は、あ、やっと奥さん出てきた。しょ。これや。これも20年間作り続けてるんだけど、最初に手作りでしてしまったんが失敗やな。失敗。いやもううまかった。なんだこれみたいな。するともう戻れない。でここに来るまでに1週間かかっちゃうんやから、めんどくさい。でもその味のことを思うと、もうこれはもう欠かせないよね。これを2枚ハンバーガーで出します。もうじきね、薪ストーブもそろそろ。で楽しみやね。これ。食べてみたい。微妙かな。よいしょ。バターめちゃくちゃ使いますね。シュトーレンで10本以上使おうかな。
これはストーリーが焼き上がった後に入るバター風呂を作ります。お風呂沸かします。いいよ。まさにバターを作るやつ。中にフルーツが入ってて、そのフルーツにもラム酒とかいっぱい使ってるので、それが中からじわーっとくるのと、外からはバターと砂糖がこう馴染んできます。よいしょ、よいしょ。これがシュトーレンの羽毛布団や。ラッピングが自分では普通なんやけどめちゃくちゃ早いらしい。セロテープ使わずにもう、セロテープ使わへんかったらこれほどいた時にまた何か再利用できるやん。また可愛い包み紙やからなんか包んで誰かに他のものプレゼントしようとかって思わない？こんな感じ。までこんな感じ。うわ、香りすごいっすねこれ。終わり。あとほどだね。明日の朝まで。明日の朝。手間かかりますね。めちゃめちゃ手間かかる。でもうまいからね。どっか手抜いたらまた違う味になっちゃうから。
何？カレー食べる？ある？カレー食べない？青一個ちょうだい。なかなか斬新。斬新ですね。はい食べよう。さあみんな食べようね。あー美味しそう。いただきます。いただきます。うまい。うん。あと移動して普通に店に連れて行ってもらうっていう。すごいまかないで。先週は3人で。ありがとうございます。よいしょ。はい。いい色になりました。もうこれでこのままもう朝まで寝かしてベーコンの仕込みは終了。明日からまた頑張るべ。うまい。手を抜かないこと、面倒くさいことをお客さんは求める。どうなるか乞うご期待。パン屋とバーガー屋のでもほんまに二刀流ってどっちも本気なんで。体しら。よいしょ。製造は全部基本一人ですか？一人ですね。後で僕の
嫁さんが手伝いに来てもらいますけど。これはベーグルですね。よっ。はい。何を考えながら仕込みやられてるんですか？今日の天気と温度湿度、それによって仕込み水変えないといけないし。よいしょ。なんせこの子ら生き物なんで、それが難しいですよ。よいしょ。機嫌よく発酵してもらわないと。おはようございます。おはようございます。生地のミキシングしてる様子見とかないと仕込み水変えないといけないし、その辺を意識してくると。このフルーツは何に使われるんですか？フルーツのデニッシュが上がってから上に飾りの。これ昨日仕込んだあれですね。あ、これはバケットで作ったパン粉。パリッとした食感になるんでね。
今で9層。27層ですね。27層。はい。やっぱ当日もかなりですね。しんどいね。今のこの折り込み作業なんか30秒ぐらいでできるからね。でも機械がなかったら手でやるしかねえっていう。できない。僕たちは趣味じゃない。手書きなんですね。呼び出しです。おーいと。はーい。間違って押したか。間違って押した。違う、あげて。はい。ベーグルですね。レーズンとオレンジピールで、これはくるみ、オニオンチップで、かぼちゃで、これはプレーンとチーズになります。で6種類。
これはねカレーパンです。カレーパン。一回焼いてここから揚げます。フランスパンのバラエティーですね。バケットとかチーズとかミルクフランスとかあんバターとか、この生地からいろんな種類取ります。はい。ほら白味だと夜が明けてきたやん。こんな時間ってすごいいいよな。街中はこれビルで見えないでしょ。はい。じゃ見えるんよ。特等席で。
邪魔します。粉の種類が2種類しかないです。どのパン屋さんよりも少ないと思う。アグリシステムっていう粉を10年以上は、これ農薬は一切使用してないとこしか出てないっていう。僕のコンセプトは子供たちの未来のためになんですよ。僕は今いる子供たちの未来のためにちゃんとしたものを食べさせましょうっていう。なんか入ってる。あ、できるだけ。ちょっとだけお茶。結構やっぱり朝から大変ですね。うん、今日はちょっと祝日だし。よし。これはハラペーニョですね。青唐辛子自分でこうピクルスにつけてるっていう。ハンバーガーの基本的にはトッピングで使います。辛いよ。辛いんですか。辛いよ。食べてみる？ちょっとだけ、ちょっとだけ。いただきます。はい、どうぞ。ああ、辛いですね。喉にきます。いいよ。発汗作用もあるからじんわり汗も出るし。よいしょ。
夏ならブルーベリーとかあるんですけど、今ちょっとあとこれにミント飾ります。今摘んで飾れるところもね、幸せよね。いいですね。ね、自生してる。レーズンとくるみ。フランクで2枚使ってるし。塩バター。綺麗ですね。バターがめっちゃ流れてる。流れてきてます。うん。ありがとう。うまってきたな。うまったな。これはバンズですか？バンズです。
私の味噌です。自家製です。で、あー美味しそう。ちょっと食べてみようか。頂戴いたします。めちゃくちゃ美味しいよ。あ、すごい。すごい美味しいでしょ。コクすごいですね。うん、食べて後でお味噌汁。できた。これはプルドポークですね。焼いて圧力鍋で加熱します。豚肉の肩ロース、ハンバーガーのトッピングですね。もうアメリカのカントリーの料理ですね、これは。でもすぐ押して上がれるの？もう来られるから音はもう止まってるの。のみで。のみですね。四つ葉バターとグラニュー糖と練乳で作った贅沢なクリームですよ、これは。これね、2個予約なんです。フランスパンにレーズンとくるみと入れて、でその中にオレンジピールとクリームチーズをちょっとひいて、うまい。これも四つ葉バターで作りました。結構いろいろ種類できちゃう。
よいしょ。これでパンはすべて終了。もう何も出ません。ミンチやとこういう形はならない。全部こう一つずつがおはようございます。おはようございおはようございま。ますお魚をいつもメンテナンスしてくれてる人、すごいお魚の先生なんです。週一のはい。健康状態を見にとってもいいですね。任務完了です。入完了。はい。生きて勝手に入って勝手にそうです。掃除して勝手に帰ると。クロワッサン一つに持って帰ると黒はどうされます？パンの匂いにつられてくるのと一緒で、ご家族の雰囲気につられてくるのと、そうやね。なあ1週間に一遍だけど楽しみ、これがね、ねこんな感じ。うまい。よかった。別に作っとこうか。どうや。ごめんね。お願いします。ご苦労様。ありがとう。今年からうちも小豆を作り出したので置かしてもらおうかなとは思っています。今までこの田舎ね人が閑散としてたのをこの市島製パンさんが来られて賑やかになったので、この辺の人もみんなやっぱり喜んでると思うんですけど、すごく心が温かくなるんですよね。この2人見てると、お客さんがついてくるのが分かるなって思います。で私桃子さんは憧れの人なんですよ。結構何でもできる方なんで、本人には言ってないけど。本当ですか。休憩ちょっと今からします。ご飯食べます。いただきます。うまい。パン屋やけどご飯党です。切り干し大根すごい。ごちそうさまでした。うまかった。
これで後半頑張れます。カーマンベルノア。これも一つもらおうか。はい。ありがとうございます。はいはい。何人家族っていうぐらい。もう全然違います。添加物も入っとれへんし、粉がもう厳選された良い粉やしね、噛めば噛むほども旨味が出てきます。楽しみにいただきます。はい、どうも。ありがとうございました。はい。これももこさん。これですか？はい。これはももこさんが書いてくれた。へえ。これはひっそりと売ってます。いらっしゃいませ。クロワッサンにする。こちらの缶入れて持って帰る袋って思いますか？あ、大丈夫です。行きます。食です。ありがとうございます。いらっしゃいませ。カードで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よっしゃ。だからハンバーガー屋さんやね。だからほんまに二刀流ってパン屋とバーガー屋のどっちも本気なんで。
ハンバーガーのバンズです。これが入った。これを2枚ハンバーガーで出します。それリラクやね。はい。どうぞ。よいしょ。あれもなしです。お肉は、オーストラリアオージーのチャックロール、ミンチじゃなくて手でハンドカットしてもらってます。つなぎなしです。塩コショウのみ。もう 100% ビーフですね。ただ食べた時に肉感がすごくあるのはそこだと思います。オリジナルのバーガーソース。お待たせいたしました。ベーコンチーズですね。メニュー下おかけしておきますね。いただきます。お待たせいたしました。これがパートですね。ハムカットしております。いただきます。何度か来た。初めてです。初めて。でパンでも買って帰ろうかって言うてたらハンバーガーがあったんで、もう食べていこうか。
これ明石の天然鯛、うちで骨抜きしてパン粉にして冷凍します。だから冷凍食品じゃないんです。お待たせいたしました。タイのお客様。はい、はい、失礼いたします。チリチーズですね。失礼いたします。こちらバーガー袋になります。そしてチーズ2。チリバーガーにハラペーニョトッピングいいですね。これが美味しいね。これは大好き。牛すじカレーパンを一つとバイスブロード。マイスブロード。はい。山食で山食1本。はい。すみません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。失礼いたします。お待たせいたしましたね。この最初よ。お願いします。お待たせいたしました。チーズタカですね。お願いします。ありがとう。うわーいいね。コーラとかチンジャーエビね。美味しいですね。レトロいいですね。レトロですね。なんでこれ切るんですか。ここまで切っといたら噛み切りやすくなるんでね。カットした時にゾルッと一本出てくるから。
何で見つけたんですか？ペットが行けるお店ってなったらここが出てくるんですよ。じゃーんっていうやつ。あ、いいじゃん。お待たせいたしました。アボカドチーズですね。失礼いたします。もう一つお願いできますか？ないので口開けときます。ごめんなさい、本当に。失礼いたしますね。QR コードの方に。少々お待ちください。ありがとうございます。レモネード OK です。はい。
またちっちゃいのね。まあ、おやつ。美味しい。自分の作ったパンはよく食います。これもできてんなとか思いながら。すぎて。わー、美味しいよ。2年ぐらいやけど15年分ぐらい濃いかな。肉汁すごい。ベーコンが入ったやつ、自家製の燻製のあれが入ったやつが一番おすすめ。絶対必須。必須ですか？必須。ベーコン。まずベーコンから。ベーコンチーズバーガーかダブルベーコンチーズバーガーとか。ご注文されたのはプルドポークチーズバーガー。ベーコンちゃうやんって。これもでもめっちゃ美味しい。美味しい。じゃーん。何ですか？トミーノチーズ。愛媛県の大子牧場っていうところがあって、僕はそこまで行って交渉してきたチーズです。この半分をハンバーガーに入れます。それがトミーノチーズバーガー。特別お届け配達はしないんだけど。じゃあパンを届けていきます。こんにちは。いえいえ、かきもいっぱい。ありがとうございます。はい。お疲れ様。一番苦手なやつ。ブルーベリーと野菜を。はい。夏ブルーベリーはブルーベリーデニッシュで千島製パンさんに使っていただいたり。豊かですよ。すごい。美味しかった。いつもいただいて。水ない。晩柔らかい。いい時期ですね。へえ。340日ぐらい畑にいてます。これ全部ブルーベリーの木ですか？そうですね。へえ。手で一粒ずつへ収穫します。すごいでしょワンシーズンでだいたい 1.5 トンから2トンぐらいの間、この大きさやと通りますね。でちょっと寄ってるとこ見せたいわ。僕の基準はいつもシンプル&スタンダードです。余分なものは全部省いていって、本当のベーシック、本当のベーシックでうまいものを追求する。でそのシンプルな中でうまいってなるのが一番難しいし、
これが一番最強なんですよ。多分そのシンプル&スタンダードっていうのはずっと続けていくと思います、ここに来た理由っていうのが環境が良かったっていうこの自然があってで生産者がたくさんいてっていう中でオーガニックとか自然栽培のものを使いながらちっちゃいお店で、妻と2人で肩に力の入らないお店をしたいねっていうのでこちらに来て、開けた当初から幸いなことにたくさんお客さん来ていただいたんだけど、それよりもめちゃめちゃ地域の人が喜んでる。お店出して地域の人がこんな喜んでくれるんや、ほんまにありがとう、感謝まで言われる。それすごいことやな。で何にもなかったところに店がいっぱい増えてお客さんがいっぱい来るようになって、ここが活性して地域の人がめっちゃ働いてっていうになったらいいなって今めっちゃ思って、そっちを力入れたいですね。パン職人歴40年、せっかくパンで頑張ってきてんから、なんかパンを元にした街づくりとかそんなんをやってみたいなっていう妄想をいつも描いてます。チーズバーガーが1つ、アボカドチーズバーガー。アボチが2。正直別格、ここはね。テーブルだけで何に焼かれてるんだっけ。100ちょっとか。100ちょっと。作りすぎあの人。おはようございます。2時半やね。ありがたいことに前回のパン物語の公開以降お客さん多いのよ。全然間に合わん。そしてこの時間になっちゃったけどこれがもう限界です。無理です。はい、ガチで眠いわ。よっしゃやろうか。
ベーグル今9種類やってるかな。とベーグルのサンドイッチが4種類。前回の撮影よりどれぐらい作る量は増えましたか？倍以上は作ってるね。もう多分これが僕が作れる限界の数やと思う。やっぱり少しでもお客さんに買ってほしいし、せっかく遠いとこから来てるのに売り切れっちゅうのもね切ないんで頑張って焼いてるんですけどね。それでも間に合わんことがあるんで、まあちょっとでもな。かなりの量作られますよね。そうやね、大体50個ぐらい。50個。焼きりんごのフィニッシュになります。綺麗な色ですね。ね、このまま残ればいいけど。アイスコーヒー今から準備します。
けどアイスコーヒーが美味しくて、シナモンシュガー。ハンバーガー用のさ、みんなに見せてください。
焼かれるんですか？油の吸うのを最小限に炒め一回カリッと焼いてから揚げ時間も短くなるし油が吸わなくなるさっぱりすごいいっぱい上がってますねちょっとお腹空いていっぱい売れますようにベーグル茹でます。蜂蜜、つやだし、いよいよ。
茹でる理由っていうのは？茹でることでアルファ化っつって海苔になるので、そこから焼くとあまり釜伸びしないんで中が詰まった形になって、1個食べると相当噛まないといけなくて、半分でも満足感っていうのがあって、それであまり食べなくて済むからダイエットにいいって言われてる。これはオニオンとチーズですね。しょっ。だいぶ増えましたか？増えました。めちゃくちゃ増えました。ありがたいことに。何ヶ月か経ってんのに、昨日 YouTube 見てきましたとか、すごいです、反響。よいしょ。町の人がやっぱりみんな新米を求めてる。この近くの農家さんのお米をいただいて。あ、これは？これ土鍋、ご飯用の。今お米2合を洗って入れました。そしてお水は1合に対して200。これだからこれ1合分。2合だとここまでお水っていう印なんだけど、新米っていうだけでこう幸福感ないね。私も元気に新米食べれるなみたいな、幸せやね。でこれそのまま何も浸してません。なるべく弱い火かけて、沸騰したらこうプクプクとなってくるから、そっから12分。なんか私お料理してる時ってあんまり音楽かけないよ。茶道と一緒でさ、お湯が沸いてくる音とか、音で出来上がる感覚が分かるっていうか、分かる。沸騰してくる感じがなんかしてても、あ、沸騰したかなっていうシュ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 って音が変わるので、料理は音楽ですよ。昆布は沸騰させません。ぬめりが出るので、沸騰直前に昆布をあげて、次料亭でも何でもないので、なんていうのかな、ちょっと炊いて、佃煮みたいにして。
警察にも。すごい量ですね。なかなか迫力ある。ねえ。ベーグルだけで何個ぐらい焼かれてるんですか？100ちょっとか。100ちょっと。今度サンドイッチが30ぐらい出るんかな。本当にここ最近急に売れるようになって、だからこのベーグル用のショーケース僕作りました。お手製ですか？手製です。ぴったりこのサイズに合うものが欲しくて、もう作るしかないっていうので日曜大工で作りました。別にもうギュウギュウ絞ります。いい匂いするね。あ、汚れた。そしたらほら、これを沸騰したこの音ね、音覚えて。そしたらもうちっちゃくして、本当に29分の時スタート。うん。でこのまま分解する。はい。いや、もう独立した時から31年前。31年前。最初はやってなかったよな。ほんまに見よう見まねで。できるようになったら人の役に立つとね、嬉しいやん。ね。あ、ちょっと失礼。これ美味しくなりますようにって一瞬強火で炒めて、これで蓋開けたらあかんって言うんだけど、私ちょっと水滴を作るのが嫌。ほらこんな感じ、一瞬はい、こっから蒸らします。もうあと10分ぐらい蒸らせば完成。早いね。早い。溶けやすい、これはチョコチップとねっとり系のと2種類のチョコ結構入れます。これでもかチョコしたいような感じするけど、すごい売れた。とにかくチョコ、ちょっとやりすぎチョコ。これをまた行き渡るようにくる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 。はい。今こういう大きい、さっきのはこれで大きい、ちょっと残りやすいので。クリームチーズを包んで真ん中のカサーラのある部分を少し軽めにしておかないと生地が持ち上がらないので、
用意できたら声かけてね。おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日お願いします。おはようございます。おはようございます。おはよう。だけポータマで、はい、あとかぼちゃ、フライ、ああ素敵。なかなかうまったな。じゃあドラメ見ますか？開けますか？見ますか？いい匂いしてんね。ああ、うまくいった。ああ、うまくいった。めっちゃうまくいった。熱いよ。いい？はい。ポトン。熱い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 。いける。いただきます。美味しい。美味しいな。うん。大きい鍋がないからドラムにしたけど。でももっと。うん、こぼちゃを一さじ入れます。ちょっとだけ白だし。サラダ油の代わりにごま油かな。うん、なんだ。多分ね、火加減の話やあれ。半分ぐらい。ざーっと。色が変わってきた。色が。このぐらい。だいたい今端っこに寄せ。そこからはちょびっと寄せて、で色が変わったらマーク。ランチョンミートポータマで使います。ティリリリリティリリリリリ好きやねんこれね、面白いやろ。ランチョンミート
ことない。ですね、アッシャーポートリー。できるだけやっぱり丹波産のを使いたいんで。サンドイッチ。これバーガー用のバンズですか？そうですね。バーガーバンズですね。栄養点。パンが歌ってるってよく言うんやけど、僕らはね、これがいっぱいあるといいパンになる。みょうがときゅうりを埋めておいてきました。さあ、じゃあぬか床屋さんのぬか床でぬか床を育てて自分の好きな味にしていくんだけど、なんとなくしょっぱい。みょうがどう？食べてみる？うん。私みょうが大好きやん。うん。美味しいでしょ。美味しいですね。ね。3本ぐらい入れとこうか。お塩で。うん。お塩して。水分取って、水っぽかったらカビやすいからね。便利。いつもすみません。どうもありがとうございます。ほらこれ塩見さん家の新米。去年小豆を入れてもらってそれで納品したの。一家総出でありがとう。おはよう。おはようさん。おはようございます。おはよう。おはようございます。大丈夫。違うの？いや一緒です。あ、一緒や。色違い。めちゃくちゃ具乗せられるね。何でもボリュームがある感じに。もうこれ半分食べただけでお腹いっぱいになりますよ。しかもロビーの放送もしてて、あ、よくおはようございます。おはよう。8等分、8枚切り。
ああ、そうなんですか。あ、でいろいろ訂正入ってる。きれい課長凍るとほらきれいに折れてもう入ってこないねん。ハンバーガーと同じソースを塗ってきます。チリソースです。自家製のタルタル乗せます。これないと結構もうお客さんも多いんで大盛況。もうびっくりです。もうずっとですわ。今日も行きます。ごめん、お客さんどうぞ。超これだけ。いやー、これだとちっちゃ。ようやく朝ごはんですか。いやー、もう腹減りまくりんや。味噌汁しよう。うわ、超豪華じゃん。超豪華や。いいよ。お味噌汁しよう。いただきます。やっぱりパンじゃないんですね。パン屋やけどご飯とこです。いや、残すと思った。アジフライ。食べた。よー、食べました。良い子です。馬の話。しんどい。4ドルかな。
サミの方運動会日和で。めっちゃ多い。最高やん。ね。私も。あっちからできます。フィッシュです。大玉は一番人気あるんちゃうかな。彩りも綺麗やし、やっぱ美味しそうに見えますよね。3度目ですね。3番が。これ見てから来たとかじゃなかったですか。このファンのファンなんですよ。ああ、嬉しいわ。今年は2、3回来てるかな。おすすめの何かいや、通われて。俺はもうミルクフランス。ミルクフランス。こんなに。前これ8本ぐらいやってる。これはもう絶品です。ほんまに本当に美味しいです。いや、かっこいいですね。やっぱり。かっこいいっすわ、ほんまに。この窓越しから見させてもらってますけど、で、まあ喋ったらすごく気さくな方で、そういうところがあれかな、魅力の一つかな。いつまでも元気でここでパンを作り続けてほしいなっていう気持ちですね。美味しいパンをいつもありがとうございますと言いたいところですね。ありがとうございました。YouTube 見てはります。嬉しい。以上です。はい。はい、お待たせしました。お先失礼します。ありがとうございます。こちら控えとレシート。YouTube でちょうど見させていただいて美味しそうだなと思って。あ、本当です。はい。食材にこだわってるっていうのと作ってる時の人間性っていうかそういうところも見えて、職人さんのこう気持ちっていうのが見えてすごく食べるだけじゃなくてそういうところもすごくいいなと思ってさせていただきました。あつこさら。いや、場所確保しよう。お願いします。出ますね。おー、あきちゃん。ありがとう。おやさん持ってきてくれた。バジル、今珍しいの？今幸せ。こんな差し入れが一番嬉しいよね。
まかないにしましょう。はい。はい。ありがとうございます。これは GTR や。これ。よいしょ。これは昨日燻製したベーコンです。これが3日でなくなります。3日で、うん、この量ですか？毎週やってる。10キロ。10キロ。重たいわ。ようそんなベタなこと言いはる。よし。うわ、香りがすごいですね。香りがすごい。今日から。そう。これはい。チーズ食ってはい。土曜日やったら何食ぐらい出るんですか？飛んでる日やったら100とか出るんじゃない一鉄板にもう12ぐらい乗ってるから。でめちゃくちゃ忙しい日はその鉄板も全部なくなって途中からバーガーの数、バンズの数と数えて最終もうオーダーストップここびっしりここびっしりみたいな言わんとってみたいなこっち置いといていいかな。みんなこっち置いといて。今回からは木澤さんは焼かれなんですか？はい。ここずっとあっちゃんに焼いてもらってます。バーガーを焼く技術っていうのをもっとこう広く伝えていきたいんで絶賛指導中。はい、後ろ通ります。はい、ありがとうございます。もう返そうか。はい。はい、どうぞ。カットですね。ああ、はい。両方ともカット。こ
番です。はい。フルドはカットじゃないよ。これもこのまま広げていいんですね。あ、いいです。それで。で、 2個いきます。2個いきます。そうそうそう、それぐらいのです。こう。それで、それで。はい。お願いします。はい。全部ハーフカットで、ゴミのです。はい。楽しんでください。ありがとうございます。お待たせしました。美味しそうです。ベーコンチーズバーガーですね。はい、失礼します。レモネードですね。ありがとうございます。ごゆっくりなさってください。奥様の方がチーズがとろりと。どうしてこのバーガーにされたんですか？いやもうベーコンですね。ベーコン作ってるところを見てちょっと食べてみたいです。お肉の味がすごくしてむちゃくちゃ美味しいですね。もうお肉のベーコンとパテの味がすごくしてマヨネーズのアクセントもすごく美味しいです。お茶葉口で食べるんじゃなくて大きい口開けてもう汚れてもいいからガブみたいな。でチーズ加えたらこれこれだとタコライスっぽいやつ。ベーコンにします。アボチは2。海にのせたアボカド乗せますか？はい、そうですね。蓋で押さえましょう。はい。はい。次パティ5枚です。ありがとうございます。
いきます。チリハラペが美味しいですね。お願いします。はい。ぎこちない。ぎこちない。次コンボ2です。その味のことを思うと、もうこれは欠かせないですね。なんか動画も一緒に見られてましたけど。まあ作ってるのはどういうふうに作ってるんかなっていうのはやっぱりなんか本当に手間かけてやってるはずなっていうのは、まあ美味しいでしょうねっていう。どうしたんですか？結構美味しかったです。私はもう一個食べれそう。奥さんもう一個入りそうですか？入りそう。褒められました、主人に。気分を高めてきました。内輪線は研究所さんの動画がすごい。はい、一番です。もう心にズキュンになりました。じゃあまたぜひ次回も。そうですね。近いうちに行きたいなと思います。師匠 YouTube で見て来られました。ごちそうさまでした。またありがとうございます。すごい美味しかったみたいで。ありがとうございます。こんな時間でした。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、音が鳴りますのでお待ちください。メニューがございます。とチリチーズとクロワッサンです。どちらもハーフカット。開けます。まだです。まあまあなんか和やかな感じで、全然あっちゃん一人で行けるな、ちょっと忙しい金曜日ぐらい麺いきます。その次ベーコンチーズです。イートインです。さっきにカットので、はい。チーズが。いきます。いきます。お願いします。すみません、楽しんでください。お切り。
2も全部いける。何をご注文されたんですか？チーズですね。バイク仲間、大体友達遊びに来たらここはコースに組み込む感じですね。みんな喜んでくれるんで。めちゃめちゃ来とっす。正直別格、ここはね。いいですね。またこのテラス席でっていうのも開放感がありますね。いい天気ですね。いけます？はい。よベーコンチーズタルタル。じゃあさっきこれを来て。じゃあ反対向きにしよう。セリはい。タルタル。はい。どんだけ卵好きやねんっていう感じ。これがベーコンチーズ。ありがとうありがとう。セリ玉タルタル。よいしょ。とかせいちゃん疲れてる。いながらみたいな。はい。プレートいっぱいですね。プレートいっぱいですね。チーズ。はい、ベーコンチーズハラペ。はい。トミー。はい。これもうできてるから全部。いいかいいか。はい。ありがとう。3番です。3番ね。はい。結構たっぷりクリームチーズが入ってます。はい、これ2個。はい。はい。これ2つ。なんていうの、チョコチップ。ベーコンチーズバーガーが1つ、アボカドチーズ
最後の一個。そうです。それが最後だったそうみたい。残ってた最後は見る開ける。そうなんですよ。これがベーグルもっと買いたかったんですけど、本当はギリギリ1個買えてよかったですけど。今日は何きっかけでこちらのお店に来られたのか。このお店はそう YouTube をもともと妻が見つけて、ベーコン食べたいと思って。うまそうだなとでそう。まだ食べてないけどまた来たい。また来たいね。もうすでに。もうすでに。これで多分6やと思うんです。ありがとう。とりあえずポテパン切ってます。はい。ちょっと揚げます。はい。ポテト上がってます。はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。テラスでアイスコーヒーブラックです。ベーコンがベーコンがすごい入ってる。すごい入ってる。すごいすごい、ちょっとおすごいね。うまい。うまい。うまい。これ汁ベーコがすごい。ンがうまい。肉汁。肉汁がすごいね。うまい。うまい。いいですよね、ベーコン。やばいな。自家製だからすごいだからなんかこだわってるなって感じ。お米を買いたいですよ。先買ってきていい？食べないでね。分かってる。これパパに来てもらう。農家さんもきっと喜びます。私も喜ぶ。ね。ありがとう。はい、ありがとう。気ぃつけてね。はい大丈夫。大丈夫。はい、ありがとうございました。はい。どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。卵1個あって。はい。火を通りますね。ホットコーヒー。ほら。
はいテラスです。お願いします。3番です。お待たせしました。うまい。この香りがいい。あ、来てよかった。じわーっと出てくる油と美味しいわ。ありがとうございます。ベーコンたまらない。で、ジューシーがね。美味しかったね。美味しかったね。また来ます。また来たいですね。また遠いですけど、お気をつけて。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ください。はい、かぼちゃのベーグル。こちらは夫婦いかがされますか？何食分ぐらいご用意されてたんですか120ぐらいちゃうかな。120ものの4時間ですよね。そうやな。だいたいその名前出るときはな、日常茶飯事や。ようわからないんです。いやこんなもんでいいですかね。お待たせしました。ベーコンライスになります。おいでや。はい、お願いします。できてます。お待たせしました。タコライスです。
準備します。旨味がいっぱい入ってるもんね。もう味噌だけでいいかもしれない。こうふわっとするし、このぐらいでよか。ちょっとだけもうお味噌入ってます。これみょうが。じゃあ大きいね。生でも食べれるし、私はお味噌汁に入れて食べたらおそうめんじゃなくてもう具材として入れるから香りが飛ぶからお味噌が溶ければいい。で温める時ももうふつふつしないでお味噌というけどお味噌香りこの間見たところ確かにそうだなと。まだいけんね。そこか。どっちでもいけるよ。つけて焼くっていう人いるけども、私このまま別にそうなんか。はい。ちょっと新メニューになったらいいな。っていうかまかないのやけど。よし。ポン酢が合いそうやね。これオリーブオイルの分。鍋肌醤油。おお、屋台の匂い。万願寺ね、万願寺唐辛子。なんでも私ごま油。ツヤが出る。あ、いい匂い。軽くお醤油味しようかな。猫まんまって言うんやけど関西でいろんなところではなんて言うんやろ。このぐらいをして1、2、3、5回ぐらい。探偵みたい。消しで完成。こんなの食べようか。これ残り物全部持ってきます。よいしょ。いいですか。ありがとうリサ。いいな持ってきて。おお。マジで素敵。めっちゃ嬉しい。美味しそう。あちゃん頑張ったからやったら。いい位置に落ちた。しかもいい位置に脇がなめしきて。おお。こう嫌がってるやつ入ることを。そうそう。ずっといい匂いしてる。下拭く？ああいいじゃん。大丈夫？何を拭く？キャット。いただきます。やったっけ？チャリ。チャリは自転車や。ちょっとゆっくりしてから帰りますんで。はい。最高。じゃあね。マジで美味しい。ああ、一番全部。美味しい。全部もらおう。ポン酢かケチャップ。え？
皆さんも食べてください。どうぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。ほんまありがとうございます。なっちゃんのドラム缶めっちゃ行きたい。はい。さっきに行きたいんだよ。何食べたの？両方です。両方食べた。タコライスと。ようやく一段落ですか。そうですね。洗い物できるようになってきたから。いやー難しいことだらけやっぱり教えてもらってそれをこう普通にこなせるのってやっぱりすごいなというか、普段からいろんなとこ見とかなあかんなっていう感じがさらにしましたね。三沢さんもそうやし桃子さんも、さらに元気じゃないですか。で働いてる時間も確実に私たちよりは長くて、もうちょっと頑張らなあかんなって自分でも思いますよねなんか比べ物にならないぐらいしか頑張れてないんちゃうかなみたいなまだ勉強ですあっちゃんがだいぶ焼けるようになったので、どんどんそういう育てていきたいよね、スタッフたちをね。それで広がっていけば、技術も広がるし、これからどんどん伝承させていきたいと思ってます。しんどいけどな頑張るべ。ではまかないだな。一回作ってみて、大体娘が美味しいって言ったら定番になってくるかな。できるようになったら人の役に立つとね嬉しいやんね。取りますね。いただきます。海苔いる人下袋いいじゃん。ありがとうございます。最高やな。はい、いきます。さん。いただきます。何やったっけ？チャリ。チャリは自転車にあっちゃんは絶対わかんねえって言って。これ焦がし醤油ですよね。あれやろうと思ったらなんかみたいな感じで見たから。ちょっと。いってらっしゃい。桃子さん、どちらに行かれるんですか？ちょっと秘密の場所へ。お疲れ様です。やりましょうかねと。桃子さん、ここは？ここね、純喫茶国領って言って、主人がやってる喫茶店です。手をかけていきます。今から何をされるんですか？今からね、純喫茶国領のつまみのお惣菜を作っていきます。一仕事、内島製パンのランチをくぐり抜けた後です。なんか暇でさ、しんどいよりもうわ忙しかったね、疲れたねの方が気分いいよね。同じしんどいのね。鶏の手羽中にただポン酢を入れただけで、これで
火をかけていきます。このお酢の効果でお肉が柔らかくなってね、美味しいんだ。これはなんとコマーシャルで見て。そうなんですか。コマーシャルで見て。ちょっとやってみたら美味しかった。今からポテサラ。みんな大好きポテサラ。お野菜はもう古谷農園さんのお野菜、じゃがいも。きゅうりはこれポテサラに入れるんだけど水っぽくなるので最初にもうこうやって中身種の部分取ってしまいます。フライパンでと思う。加熱を始めます。でお塩割としっかり入れます。もうこの塩水パスタと一緒でこの塩水でじゃがいもに味がつく。塩で混ぜときます。後で絞る感じかな。玉ねぎのスライスが入ったら美味しいので手が危ない油断一回作ってみてだいたい娘が美味しいって言ったらそれが定番になってくるかな。でも美味しいと言ったからって言って喜んで作りすぎるともう飽きたって言われるからお母さん美味しいって言ったらそればっかりって言われます。後で水っぽくならないように火を入れます。ちょっと潰しながら火を入れます。じゃがいもがちょっとゴロゴロ残ってる感じでも美味しいので。ではポイントといえば熱いうちに潰すっていうことかな。これは木べらだけどしゃもじとか何でもこういうのでよくマッシャーとかあるけどあんなんなくても別に粗く潰したらいい。まあ適当。割と多めかな。大さじどのぐらい3倍か4杯ぐらい。ここで軽く混ぜておいて具を全部ゆで卵好きやったらここでゆで卵入れてもいいし何でもなんかマヨネーズの味でも変わるしいろんなメーカーのみんな大好き。割とたくさんのお塩でお芋に味をつけてるのでパスタと一緒にあんまりここで塩コショウとかしないんだけどこの最後仕上げの時に味見して何か足りないものがあれば出す感じかな。
食べてみる？お味見。ここでどんな味に仕上がってるか。バッチリじゃない？ね、美味しい。ハムの塩気とお芋の茹でた塩気とマヨネーズだけ。めちゃくちゃ美味しいですね。味ついてます。ついてるでしょ。だから茹でる時の塩を少しきつめに、きつめって言ってもあんまりしょっぱかったらお芋がもうしょっぱくて、塩って足せるけどちょっと引きにくいからお料理でちょっと加減だけど、あ、美味しくできました。お皿の盛り方もやっぱりもう何でも盛っていいってわけじゃなくて、ちょっとなんか何でもこうこんもり盛ると見た目にも美味しそうよね。ちょっと山高に。ほい。ポテサラは完成しました。じゃあまだどんどんナスの味噌炒めみたいな。これも古谷さんのかわいいおナス。かわいいね。手のひらサイズ。ナスのお漬物って難しくてね、この色を残すのになんか古くぎ入れるとか言うけど、そう素材がいいからね、私が邪魔したらあかんねん多分。だから本当にだんだんシンプルになってくる。いろいろしない代わりにちょっと調味料それこそいいごま油買ってみようとか、なんかちょっとそういう風になってくる。ちょっとほら柚子がたくさん取れたとかかぼすが取れたとかって言ったらすぐ調べて、簡単にお醤油となんとかと昆布と入れといて柚子を絞って1週間経ったらポン酢なんかできるからね。柚子ポンとかむちゃくちゃ美味しいよ。やっぱ香りが全然違う。で添加物も入ってないしね。だから調味料まで作り出す。今日はちょっと少ないので米油。ナスはね油と仲良し。もう今日米油にしたけどたくさん吸うからこそ良い油を使おうかなって。それはそれでごま油でコクになって。すごく弱火で茹でみたいなの炒め蒸しみたいな。ここでこれ。ツナと合わせます。ちょっと水気を足して、焼いてる場合はアルコールちょっとあんまりやってたらもうお砂糖とお酒でこうなんかとろみが。醤油、濃い口醤油ね。薄口醤油はしょっぱいので、そして私の大好きな柚子味噌。ここもいただいても最後の最後。これがね、すごいいい香りするの。今年の冬は柚子味噌のこの作り方を習おうと思って。これで完成。行ってみ熱いよ。
きます。はい。あつ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 あちゃちゃちゃ。ね、めっちゃ美味しいです。そう。そう。ゆず味噌風味しますね。そうでしょう。だから風味消すからもう本当にあんまり熱最後入れないように。やった。ごま、いりごまです。まあ濃いお料理のものは割と白いものに入れたり、ポテサラなんかはお料理自体が白いから濃い色のお皿に入れた方が映えるよね。ちょっとごま油使いますね。あんまりもう人参なんかこんなサラダで食べてるさっと炒めるだけ、油でコーティングするだけとかかな。でも味付けほぼほぼないんだけど、しょっぱいツナとかほぼほぼの量は見た目で、火を冷める寸前に鍋肌焦がし、でまた夏のお祭りの匂いな感じじゃない？トウモロコシとか。でもベターっと入れない。これはちょっと昨日来て作っておきました。漬け込むのに時間がかかるので、お醤油とお酢とちょっとだけお砂糖を入れて、茹でたうずら卵を冷蔵庫の中で浸しといただけ。オクラオクラのごま和え。オクラひげがあるので、お塩かけて板ずりってこうで、ごま和えのごまを今すり鉢でスリスリする。本当はねこれいりごまでそのままするんだけど、ちょっとフライパンとかでいるともうちょっと香りがいいかもしれない。私はもうそのままグリ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 。でちょっとお湯沸いたので茹でますね。オクラ OK。ちょっと茹ですぎたぐらいな感じ。氷水でもいい。ちょっと粗熱取ってるだけです。ざるにあげてそう狭いからいろんなとこ甘いのが好きな人はここでお砂糖たくさん入れたらいいし、醤油も加減見てね。これ少ないように思うけど、だんだんこう調味料で足りなかったら少し足していく。食べてみる？はい。何でもお味見して。ああ、良い塩梅。良い塩梅。ね、美味しい。簡単なの。めちゃくちゃ簡単。めちゃくちゃ簡単なの。材料があればね。綺麗な色。でちっちゃかったらもうそのままでいいと思う。もうほんまにもうちょろっと。でもこれで。でこの時にあんまりオクラから粘りが出てしまうので、もうさっともう絡む。ねえ、調理って楽しいでしょ。この盛り方もね、ごまが余ったね。
まあ余ったごまかけてもいいし、はい終わり。ちょっとここもご飯入れてみる。冷凍しかないけど。こんな簡単に作ってるんですね。そう簡単にそして楽しいあ、大変。鳥一番最初に作ったから忘れられちゃってるしかもすぐできたからよし、鳥をもう本当にさっき見た通りポン酢で火入れただけで余熱で味。カボスのみんなしてるこれカボスいただいたカボス。ともこさんの思い出の味とかあるんですか？思い出の味、うちね、母親はあんまり実を言うとお料理が得意じゃなかったんよ。でも母親の作る八宝菜が好きですごく八宝菜やったらやったって思ってたんやけど、今思えば、出来合いの八宝菜の素みたいなで、作ってたと思うね。だからでも母親がお料理できなかったから私中2から自分でお弁当作ってたんよ。でも面白い、調理してるのって面白い。取り合わせによって同じお醤油お砂糖、お酒でも配合によって全然違うものが生まれてくるやんか。で入れる順番とか、あと隠し味とか。だんだん年齢いってきたらボケ防止とは言いたくないけど、本当に頭フル回転じゃないとお料理ってできないと思うし楽しいし、やってください。やりますね。こんな簡単でしょ？でしょ？簡単なの難しく考えすぎ。本当に本当でしょ？やろうみんなでやろうお料理してるからこんな生き生きしてるんですかね。ああ、そうかもしれない。楽しい。さっきのごま和えのこれがもったいないのでご飯入れます。ここでツナも余ったし入れてみようか。これちょっとごちそうじゃないの。3個ぐらいできる。ではまかないだな。コロンごま大好き。いただきます。食べていいよ手で。おいしい。あ、いい。ちょっと甘くて。減ぐらいにしなあかんな。
もう何年一緒にいるんですか？結婚して30年31年。すごいね。長いですね。ねえ、生まれてないんじゃない31年。生まれてない。ねえ、すごいね。すでもカメラが回ってるからそうっていうわけじゃなくて、なんかいつもそうやねんな。すごいのはすごいと思うわ。あの年齢でね、ずっと一緒にいるから、ああそんなもんかなと思うけど、すごいな。でもね、すごいです。体力ね、体力がむちゃあるわけでもないのにな。いつも足痛い腰痛い言ってるしな。なんやろうね。なんかこう楽しい、やりたいと思ったらもうものすごいやろね。抑えられないなんやと思う。何かが出るやんね。アドレナリンか何リンか知らんけどそれこそ知らんけどもうこれは昔から変わらずこの三沢さんはこの体力というか。体力？そうやね。体力落ちたぐらいよね、きっと。まだ見てたら。バンとこう。いや、どうかな。わかんないけど。全くね、まあまあ。まあね。慣れてくる。慣れてそのうち慣れる。慣れるかどうかや。もうあかんと思ったら同じレールで行かないようにして、慣れてくる。いろいろあった。そうやね。まあ誰にでもどんな夫婦にでもあるんじゃないね。大なれ小なれ。でも大変なこともあるけど、その分なんか経験、普通では経験できないことも経験させてもらってるから、なんか喜びも普通の人よりも多いかなと思う。もうここもジェットコースターやけどね。まあね、一回きりの人生ですから、いろいろしてください。頑張ってください。まだ行きます。ではでは。お疲れ様です。ありがとうございます。はいはい、お疲れ様。ここは私の第二のお城ですね。第二のお城。第二のお城。ここで喫茶店を去年の9月から始めました。前から喫茶店はしたくて、今の千島ベーカリーのそのカフェのああいうんじゃなくて、こうレコードを聴いてなんかゆったりできるスペースが欲しいなと思ってさ、まあ別にお客さん来んでもええかぐらいの、俺が一人でここで店番しながら好きなレコード聴いて、まあうたた寝してる、そこにお客さんが入ってきて「マスター」っつって起こしてもらえるみたいななやる気のないカフェをしたかった。カフェじゃないな、喫茶店、それがここです。もうだから僕の本当に趣味の世界ですね、ここはね。でここに素材並んでるけど、うちの奥さんに作ってもらって、ここで作ってもらってるんだけど、まあ、こういうのを当てに飲んだりとか定食作ったり、
っていうのをしてます。本日2時やで。2時に起床されて。だから休まないっていうわけじゃないけど、別に休み、なんなんやろうな。不思議な感覚やね。体が動くから動いてるような気もするし。めちゃくちゃ渋いですね。めっちゃかっこいいですね。いいよ。いいのよ。一服しよう。な。ありがとうございます。どうぞ。ちょっと激化してるんですけども。買ったな。全然。終わり。はっ。オープンだよ。ありがとうございます。おお。ちょっと仕事忙しいのは分かるけど、楽しんで食べなあかんね。間違いねえな。自分が言いたいだけで。ナイスシャツ。これいい。いや、たまたまです。あ、たまたま。ちょっと仕入れに行きます。で、卵はどこで産むんですか。ナスだ。はい。今からあそこがうちのクリエンね。これはええぜ。贅沢だぜ。すごい。ゲット。ありがとうございます。おお。仕事忙しいのは分かるけど、楽しんで食べなあかんね。間違いねえな。自分が言いたいだけで。ナイスシャツ。生産者たちにあってこういう素晴らしいで宝物があって、あそこがうちのクリエンね。これはええぜ。贅沢だぜ。ゲット。よし。あ、うまいぞ。ありがとう。お待ちどうさん。国領のそこでやってるまっちゃん餃子。はい。松岡君です。よろしくお願いします。まっちゃん松岡です。もうこの近所すぐそこで。もうすぐそこですね。はい。土曜日の夜とかはいつも出前で俺の晩飯です。わかめ。ホタテとエビです。ホタテとエビ。ちょっと贅沢やな。キャベツは使わないです。新しくないですかそれ。あ、新型です。黒豆きな粉が入ってるな。はい、皮に練り込んでます。丹波産の。丹波のニンニクとかいろいろ美味しいですね。うまい。ありがとうございます。めちゃめちゃ美味しいよな。ルーティーン。これ味のチェックせな。
まっちゃん餃子この黒豆きな粉を入れるっていうのも三沢さんからのアイデアなんで、はい。もうこれやってみろや。丹波らしい餃子をしたらってどっちみちこっちでやるんやから。そうですね。なのでもう本当に一応他のバリエーションもあるけれども、まあまっちゃんの名をつけてるみたいだということで、なるほど。はい、これですね。いろいろポイントで三沢さんにアイデアをもらって。食えよもう腹が。いいんすか。死にそうや。ああ、ですよね。それはまっちゃんかな。餃子の冷めない距離。なのでありがとうございます。彼も含めていろいろこの辺がお店がいっぱいになってくるとな。田舎も活性するんで。うまい。海鮮面白い。海鮮美味しいな。面白い。土曜日はご予約のみ今6時からやってて、今日は何人か来てくれるんでまあ開けます。であと日曜日はもう朝8時からモーニングで、月曜日も8時からモーニングやって、で日曜日は夜9時まで、月曜日は夜6時までで、月曜日は6時終わったら、7時からは、FM 丹波の、生放送1時間レギュラー。もうだから僕の本当に趣味の世界ですね、ここはね。お疲れ様です。マラオさん、ベーコンカレーでな。はいはい。作っとるで。はい、お願いします。海がいい、山がいい、やっぱり純喫茶がいいって書いてある。ほんまほんま。三沢さんの方でお世話になりまして、はい、ちょっと写真の方は今月の一押しになってますんで、ちょっと展示させてもらうような形で、今ちょっと写真の入れ替えで、はい、出させてもらって。これは今何を作られる？ベーコンカレーですね。毎週土曜日ここでベーコンカレー食べはるんで、うちのこの自家製ベーコンを入れた絶品カレーを作ります。あげるわ。パンカレー。美味しい味噌から食べる。はい、どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ美味しそう。ベーコンカレー。間違いねえな。うまい。最高やな。絶対美味しい。いやけどいつももううまいをここで連呼して、でいつも頑張れる。そうやね。はい。乾杯。どうしてこちらに通われてるんですか？理由、そうですね。三沢さんとお話がしたかったりとか、いろいろとまあ相談事もあったりするんですけど、やっぱり人柄ですかね。それをなんか毎週食べたなるんですよ。うまいですね。そういうことや。確かに味噌入れるの好きね。これ何を今？これは？それはバスクチーズケーキです。うまい。マジで美味しい。あれ？毎度。毎度？あれりゅうちゃんは？毎度。真ん中座る。最高や。ここマロさん。カレーはダメなんですか？ダメです。いやね。炊き込みご飯は？ない。それ先週の話。もうこっち来とうで純喫茶に。いい顔がりゅうちゃん。ほんまに美味しい。桃子手作りのお味噌です。全然つまないよ。こんなのハンガーの。なんていうの？全然顔には育てないハンガー。これ伸ばして温めればいいですっていう便利なもの。
普通やったらシューシュー梅地くださいとか言うけどですよね。さあみさんまた言ってましたよ、司会のこと。まだ言うてんの？これ音声入る、喋らん方がいい？いや、言うよ。音かぶせないでしょ。純喫茶やから。ありがとうございます。おお。ちょっと。嫁はんが待ってんねん。いやけどやっぱ三沢さんとも行かなかった。2時から来ない。なんで2時から来ないんですか。サワーもすごいわ。クローズするまでやんの。仕上げの写真撮ってネイル映ってるから多分使われる。あんま良くない。もう足上げとこっちしか手映ってない。自分に渡しておいてね。もうちょっとちょっと後ろに。まさきさん。スプーンです。お前です。楽しんで食べなあかんで。だってあかん。そう。やっぱりね、仕入れを国産うなぎは名古屋のね、あと金股有名な笹山の。私らやったら巨匠と私ら。りゅうちゃん行かれへん。りゅうちゃん行かれへん。火曜の夜行こうやほんな。ああ、そうか。の。そうやね、火曜の夜。ああ、ありがとうございます。ようできてるよ、あの仕組みは。いや、それに辻庵入れてくれへんわ。客層的に。それは言ってみてもいいかもね。何を頼まれてるんですか今。アイス、あ、ちゃうわ。レーミーコー。レーミーコー。レーミーコーです。レーミーコーって何ですか。レーミーコーなんですよ、ここは。ちょっと見せてあげるわ。レーコー、ミーコー、レーミーコー。レイコはアイスコーヒーですね。これは神戸を中心に大阪、関西でよく昔純喫茶って言われてた冷凍文化っていうのがあって、で、ミルクコーヒーのことはミーコーっていう、それはもうずっと昔からあって、でも最近そんな言葉もなくなってみんなも知らなくなってっていう中でちょっと復活させたろうと思って。ここアイスオーレって書いてもったらもんないんでレイミーコにします。だから大概レイミーコって何ですかってなるからいやこうやねんでってこれでもう会話できちゃうわけですよっていう仕組み。あえてじゃあほんで聞いてもらおう。ほんでレーミーコを頼むやん、ではいはいアイスカフェオレで出てくるのもう間違えてんの。国領にはよく来られるんですか。めっちゃ来ます。めっちゃ来ます。めちゃくちゃ来るね。毎日曜日のモーニングは絶対来てるし、私ら仕事の合間にお茶したり、三沢さんとお話ししに。家が向かいなんですよ。だからそうここが実は家で住んでて、であっちのあそこにうなぎ屋さん、めちゃくちゃ美味しいうなぎ屋さんがあるんですけど、あそこのうなぎ屋なんです。うなぎ屋の若女将をやっております。若女将と若旦那です。創業200年ちょっと、私たちで6代目の若女将と若旦那で割烹料理屋さんやったんだけど、コロナで大変になってきて営業が。でその時に三沢さんと私がお知り合いやったけども、私がさらにお知り合いになって
でいろんなアドバイスもらってうなぎ屋さんどうやってことでプロデュースしてもらってそっからもう濃密な関係でございます。プロデュースそうですねしましたね。あの時はコロナで、もう1年間売り上げがほとんどゼロやっていう話で、まあその時はもう俺が思ったのは、まあコロナっていつ明けるか分かんないんでコロナの状態でもできる商売を考えないといけなくて、まあみんなでどうしようっつっていろいろお話をしてじゃあもう思い切っていこうかっていうことで、まあ、業態変更をしたわけですよね。それがうなぎ辻藩の始まり。あれは何年前？3年前。まあ国領っていう地域はもともと宿場町で、まあ花屋に出たんですよ。お店もいっぱいあってね。だからそれも今や全然お店がない状況になってるので、だからなんとかここにお店が1店舗2店舗と増えればいいなと思って、でまあ僕がここをやって、それで今年は餃子屋さんが1店舗オープンしました、近所にね。めっちゃ人が増えたからね、めっちゃ賑やかになったし、なんかうなぎ食べてからこっちのカフェで夏はかき氷食べようかとか、なんか人の流れもできたりとかして、もうありがたいよねこっちからしたらね。めちゃくちゃめっちゃまあコロナで人と人とのコミュニケーションを断つっていうのが良しとされてる文化があって、今や飲食店はもう従業員なしでも注文ができて配膳され会計もできるっていうね、従業員と一回も喋らんっていうの、それが本当に飲食店の姿なのかっていう、それがものすごい疑問はある中で、まあとはいえその世の中の流れっていうのは当然変えれないんで、まあ、こういうカウンターがあって店主とこう喋るっていうコミュニティ文化っていうのが僕は必要やろうなと思ってるので、まあここをカウンターでこう喋れるようにして、でお客様同士がつながってとか、そういうのを進めたいなと思ってて、で純喫茶にしたんですよ。少しでも活性していくっていう流れに持っていきたいっていうね、その思いはありますね。夜7時から FM 丹波で生放送1時間やってるんですけど、この3人でやってます。そう、はい、今やもうそんな中になってしまいましたね。なってしまいましたね。まあな。仲良しですよね。どうしようもないわな。ほんまにね。これはこれで僕はすごい心地よく面白いなと思ってて、だからこういう仲間を増やしていきたいよな。それでわかる傾向がハマったな。オッケー、ほんならせいやちょっとこっち来て。はいはいはい。ちょっと、君が、うちにすごい今密着してるっていう事情をちょっと皆さんにお知らせした方がいいと思うので、まあ君の口から確かに、ちょっと説明してあげて。はい、わかりました。改めまして朝からちょっと一島製パンで働いてましたが松田誠也と言います。パン物語を運営しているフードメディアジャパンっていう会社の副社長をしております。なんと飲食店さんの密着を主として事業をしてまして、それは何のためにかって言ったらやっぱり文化を残したい、そこが一番強いです、フードメディアジャパンとして。でその文化を映すことで日本中の皆さんにも全世界の、見てくれてる方々に文化的価値をもう一度憧れと、価値というか。話が硬いねお前。硬いかなんでこんなずっと師匠の横におるかって言うたら、去年の11月かな、にパモの取材をしまして、でそこからのご縁なんですが、すごく感銘を受けまして、師匠のやってることとか、この飲食店からこの村の活性化につなげたり、地域貢献というか、社会を作っていくって、賑やかにしていく、
なんかそういうそのやっぱ生き様にすごく興味関心を持って、出会ったちょっと初日に弟子にしてくださいと、そうあったな。弟子、よく言われるのが、僕の頭の中を知りたい、どういう思考でこういうことをするんですかみたいなことをすごい聞かれたんやけど、そんな分かるわけがないし説明もできない。だからまあ俺と一緒におったら分かるんちゃうぐらいのアドバイスはしたら、ほんまにずっと一緒におるっていう。まあほんでも僕が思ったのは、彼らはフードメディアジャパンというYouTube の運営ですね、チャンネルの運営をしてて、あくまでそれってもう撮る側しかの立場なんですよね。でも撮られる側の気持ちとか、撮られる側の仕事の段取りとか、だからそういうのも分かればもっといい絵が撮れるんちゃうかなとは僕は思ったんで、実際の現場っていうとこに降りてみてどう彼が感じるかっていうとこは、絶対フードメディアジャパンにもプラスには僕はなると思ったので、じゃあ一緒にやろうぜっていうことで今一緒にいろいろ活動してるっていうことやな。そうですね。そういうことで俺は今からポーカー行くんで、お前は残りの洗い物をして帰りなさい。わかりました。俺はまだまだ寝えへんで。マジでしゃあ、やっと俺の時間。今日何時に起きました？ 2時。2時やん。まだまだ。今何時？まだまだ。すごいって。まだまだ俺の夜は長いぜ。じゃあね。ちょっとかっこええな。はい、もしますわ。さあ今から戦場行くで。どちらに行くんですか？ポーカー。よし。ここでいいですか？はい。座って即ですわ。いやダウンですわ。ダウンします。ダウンします。ここは毎週土曜日の夜、近所の者が集まってポーカーしてもう外せないです。かけポーカーじゃないよ。健全だよ。レイズ11。あとドリッチか。マジにやった。危な。マジか。危なかった。現在9時ちょい過ぎですね。9時。ちょっともうほんまにもう勘弁してほしいねんけど。ちょっとエネルギーありすぎ。ほんまに勘弁してほしいです。でも師匠が今やろうとしてることを今後少しチャンネルを通して僕らが持ってるメディアを通して伝えていけるようなことをしたいなと思ってるんで、また今後ご期待ください。よろしくお願いします。じゃあ頑張りましょうね。最高。勘弁してくださいよ。カップヌードルちゃうねん。ちゃう。おはようございます。おはよう。よろしくお願いします。おはようございます。どうぞ。ありがとう。ありがとうございます。よっしゃ。いただきます。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい。
丹波栗のこの甘さがすごいよな。いいですね。甘いね。うん。渋皮にモンブランの上に乗ってるやろ。すごいな。食べや。いただきます。すごいこれ。さあ始めようか。腹減った。夜な夜な行動しとく。26やったら何でも作る。そうなんですけどね。マスタードです。ミンチにしたらミンチにしたやつと適量合わせます。何作るんですか？わからないです。オムハヤシ。オムハヤシ。今日のメニューは。長期肥育の美味しいお肉を取っときました。まかないで食べちゃいます。贅沢なまかないです。はい。
食べるぞ。美味しそう。お肉お肉お肉。どうぞ。いやー、めちゃ豪華。いただきます。いただきます。ありがとうございます。すごいな。あ、それね、いいね。この油がな。自分のベロと間違える。噛むの。こんなやつおる。いや、わかるわかる。なんかわかる。でも。そうやな。コンボでベーコンチーズバター。マジでうま。おいしい。赤いうちに。で、あと一枚。はい。おいしい。伊勢さん、今からどちらに行かれるんですか？今からいろいろ買い物。ちょっと仕入れに行きます。ついておいで。最初はまずどちらに向かわれるんですか？最初は卵買いに行きます。芦田ポートリー。北見町ですね。もう昔からお世話になってるところ。よし。めっちゃいいな。気持ちいい。卵産むわ。どこでここで前だ前だ。ちょっと弊社見てて。あ、どうぞ。こっちの科目は。よう言うわ。よう言うわ。すごい。かわいい。かわいい。で、卵はどこで産むんですか？ここで卵を産んだやつがコロンとここに出てきて、これを取っていくんやな。そう。これあそこの辺も落ちてますね。傾斜も。ものすごい風通しいいんですね。なあ、風通しがいい。下で産むと上で産むとではもう全然汚れ方とか違うから。こちらの養鶏場ではどのように飼育されてるんですか？ここは平飼い養鶏です。もう一個はケージに入っとるんやけども、品質の高い卵作りをしようとすると平飼いの方がいいかなというのが、まあ鳥自体の本来の歩いてのびのびというのが鳥自体が楽なんかなというのと、でそれが分かれば今度餌の品質を見極めといたらケージに入れて、それは数をこなすという形でやっていけばいいかなという、もう僕は30年越してると。餌にトウモロコシ使ってるんですけども、遺伝子操作をしてないやつを配合してやってますということでね。であとはまあ季節に応じた野菜とか野菜くず等々与えて、まあ天然のビタミン C を補給させてる感じでやってます。何羽ぐらい飼育されてるんですか？ここで1000羽ぐらいです。でもう一箇所のところで約9000羽ぐらい。かわいいわ君らな。はい、そうか。そうや、そりゃそうやわ。最後になんかこの養鶏場芦田ポートリーさんの、こだわりっていうのはどこにあるんですか？まあどういうのかな、顔の見えるブランド化いうことで、原材料が見えるような形で、卵はって言われたらこれですというふうにして、今はそういう形でやっていく。ないんや。だから工程に伝票と正規書つけたやつね。ちょっと待っといて。ご苦労様でございました。じゃーんじゃんじゃーん。
ェンチェン。ありがとう。ありがとうございます。またすいません。いやほんまいいとこやここは。やっぱり芦田ポートリーさんの卵は違うんですか？そうやね。もう僕はずっと使ってるからあれやけど、やっぱり変えると多分味変わるかなと思うから変えれない。まあパンの仕込みにももちろん使うし、卵の味大事ですよね。だからこうしてね、生産者のから直接買えるっていうのは非常にありがたいことで、丹波の恵みですわ。はい。ハロー。三沢さん、こちらどこですか？ここはね、奥丹波ブルーベリー農場の古谷さんのとこで、いつも夏にブルーベリーでお世話になってるんだけど、実はここいろいろ葉物とかいろいろね野菜も作ってはる。で一年中いろいろもう旬のものをいつもいただいてて、まかないにしたり、まあ店の商品にしたり、何があるかわからんね。だから何あるかなみたいな。であるもんもらっていきます。これ何？うわ、ほんまや。すごい。オクラがすごいオクラ。カレーになっとるやん。もうこれはあんまり良くないやつだけどね。だから綺麗なやつをこういう感じで。あ、落ちた。お、綺麗綺麗。うわ、すごい。取り立てで。キラキラですね。キラーン。で、チクチク。で、あっちが今秋ナス。ナスはすごい今美味しい時期なので。海に食わすのはナスや。ナスだ。はい。ナス。あ、こんな感じで。はい、こういう感じでもう一つ一つ手で収おお、穫してます。一つずつ手なんや。9月から。はい。 4ヶ月以上じゃん。夏に1回剪定する。うちはあーそういうこと年間45品種ぐらいの野菜を、シーズン通して育ててます。今はまあナスとオクラと、でこれからあっちの方にレタス、九条ネギ、人参、サラダごぼうでハウスの方もやってるので、ハウスの葉物が今一番美味しい、あ、そうですか。時期に入りました。はい、で丹波は霧が濃いので朝晩と昼の温度の差が大きいので、それだけお野菜がじっくり育つので、すごく野菜にうまみがあったりするっていうので、結構、丹波野菜は美味しい野菜っていうふうに言われてるみたいです。栽培方法は有機野菜、もう全くその化学肥料とかもう一切使ってなくて、除草剤とかそういった草ももう本当に手で草取りするとか草刈り機で取って、で虫がついたらもう手で取ってっていう感じで、自然農薬もうちは一切使ってないです。もうそのまま口にしても安心して食べられるお野菜だと思います。おルッコラ、小松菜、サラダ水菜、これがチンゲン菜。チンゲン菜。で、これがほうれん草。ほうれん草。で、サラダ春菊。サラダ春菊。これうちの。春菊めちゃくちゃ美味しい。ここの。食べる？うち、食べる。食べる。サラダで使うやつね。ダイレクトに。すごいですよね。こんなダイレクトに食べれるのが。ね、薬使ってないから。ありがとうございます。幸せやなこれ。全然苦くないな。そう。なんで？はい。あ、いいんですか？っていうかめっありがとうございます甘い？甘い。甘い甘い。不思議？でこっち今収穫が終わって来年の
で全部で500本のブルーベリーの木があります。はい、でもう一粒ずつ熟してるかどうかを見ながら一粒ずつの手摘み、エンドレス手摘みっていうのがまたすごいですよ。この人が来年ブルーベリーになる。花芽。今の時期から災害とかな、ここまで来てみたいなあるやん。リンゴ全部夏の日差しにしっかり当たることで熟していくんですが、そのブドウみたいに房で収穫できるわけではなくて、一粒ずつ熟し方が変わっていくので、その木によっても熟す進み具合が違うので、その完熟具合を確認するためにもう一粒ずつ収穫してますね。そこだけはかなりこだわって2人で選別してやってますね。そうだから1本の木で1時間以上かかる剪定が。1時間、やっぱり丁寧に剪定してあげることで、実が大きくなるので。本当。あとは虫取りやね。虫取り、その害虫がついた時にはもうこまめに丁寧に取る。あともう除草剤を使わないので、株元はちょっと草刈り機で刈れないので、手でこう草を全部避けて刈ったりもする時はありますね。結構大事に育ててます。だって、お味噌ね。あ、そうそう、トータンお味噌食べる？ナスと一緒に食べる？あ、じゃあ行こう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 。すごいすごい。わ、ほんでこれが2年前。ここのお部屋はどういったところなんですか？出荷の段取りをするのがここの場所ですね。作業場になります。一昨年の仕込んだお味噌。黒いの。黒醤油みたい、醤油代わりに使って。醤油としてもそうやな、発酵やからね。昆布かなんかが入ってるんですか？そう、うちは黒豆、有機の黒豆と、これが今年だからちょっと色が若い。そう。全然違う。香りが。これは今年のお味噌と家のネギとちょっとみりんで伸ばして塗りやすくしたやつ。で、ナスは家のナスで油焼いただけ。はい。ナスがすごい柔らかいでしょ。なんで？この時期。柔らかい。アクもない、アク抜きもしてない。だから秋ナスはすごい柔らかい。めちゃくちゃ柔らかい。美味しい。美味しい。さっきハウスで見ていただいたサラダミキナと小松菜と美しいな。そう、綺麗ね。水菜と小松菜と小松菜。これルッコラも。じゃあルッコラ。あ、ナスは？あ、ナスも。はい。バジル。はい、ナス。はい、ありがとうございます。味噌ね、味噌ちょっと待ってよ。スーパーベリー。そこのね、黒豆で作ってて、で、これは米麹。で、昆布を入れてるので、やっぱり旨味も出る。三沢さんとはいつからお知り合いでどのような関係なんですか？下の子が保育園の時から一緒にご飯食べたりする仲になって、でその子らが今中学1年生になってるので、もう6年7年8年ぐらいもう家族ぐるみで仲良くさせていただいて、年に1回とかは一緒に旅行行ったり、して、でこっちはトータンと一緒に2人で温泉に行ったりしてそのトータンのエネルギッシュ、いろんなことすごい知識が豊富、だからすごく刺激を受けて、全然異業種やけどパワーをもらってるファミリーです。トータン？トータンそうそう、子供らがトータントータンって言うから私らもそうトータントータンって同じように呼んでて、トータンって呼ばさせてもらって
バーガーのね巨匠とか師匠とか言われてる中で、私らはものすごいトータンを軽く扱っているかもしれんけど、でも親近感を込めて、そうもうトータンは子供もトータンって呼んでます。トータンやな。じゃあね。はい、ありがとう。いるかな。あ、おった。りょうくん。なんすか。こんにちは。何ですか。黒枝豆が欲しい。取りに行きますか。取りに行きたい。じゃあ行きましょう。もうええの。大丈夫よ。はい、大丈夫です。オッケーオッケー。三沢さん、はい。今からどちらに行かれるんですか。黒枝豆をいただきに行きます。え？どこにおんねん。幻しちゃうか。こちらの農園では何を栽培されてるんですか。うちは米と黒豆と小豆を作ってます。今日はちなみに何を今から、これからさっきトータンに言われたんで枝豆の収穫に行こうと思います。枝豆って言っても丹波では黒枝豆って言って黒豆に12月になるものを10月から11月の上旬ぐらいに取ったものを黒枝豆というふうにして販売しています。すごいな、秘境やな。秘境。え、ここ？超えないといけます。いけます。しゃあ。みんな黒枝豆ですか？入ってない。ああ、なるほど。ああ、そういうことです。こういうものはかなり今実も膨らんできた。食べれる？食べれますよ、もちろん。じゃあちょっと食べてみましょう。食べさせてもらえるじゃあなら。我々が一個ずつ食べるわ。はいはい。じゃあ2つついてるやつを。すごい。黒い斑点があると思うんですけど、美味しいものにはこの斑点がついてるとよく言われてます。意外とそんなに黒くないんや。はい、この時期はまだまだ緑の時期なんで、ここから11月後半ぐらいから12月になったらもう黒豆。食べれる？食べれますよ。食べれ当然です。めちゃめちゃ甘い。ここも全部食べれる感じですか？もちろんもちろん。はい。じゃないから。カマキリいるわ。すごいこの通路が歩きにくい？ごめん。この絵はほんま見ないよな。雑草と黒枝豆が共生してるのって。これはその特徴的な栽培の仕方なんですか？そうですね。普通で作られてるのは観光農法っていうやり方なんですけど、うちは自然栽培っていうやり方で無肥料無農薬で作るっていう方法で栽培してます。有機と大きく違う点は肥料を使わないっていうところが自然栽培と有機の大きな違いだと思います。たくさん草が生えてる理由っていうのは、とにかく豆って自分で栄養を土から吸収してくるんで、豆がある程度大きくなってしまえば草ってあっても全然問題なくて、逆に草があることによって小さい昆虫とかが生活できるんで、ないことの方が逆に不自然かなとか思いますけどあんまり言えないです肥料を与えられた作物よりもじっくりじっくり大きくなってくるんで、腐りにくいし美味しさが凝縮されて美味しいものができやすいと思います。枝豆とかにつく害虫と言われるようなものをこのカマキリとかが食べてくれてるんで、この畑だけでくるくると、すごいね、うまいこと回ってるんで。循環するんや。そうですそうです。なんで薬を使わなくても、豆に穴が開いてたりとかっていうのがほぼほぼないと思うんですけど、ゆめちゃんも食べる？食べる食べる。
いい感じですね。これいい感じ。美味しそう。もうめっちゃ身でっかい。めちゃくちゃ大きい。立派。これ立派だ。これが黒枝豆ですね。ほら。これはええぜ。贅沢だぜ。これが12月ぐらいになったら黒豆と呼ばれるものになります。取ります。黒枝豆と黒豆っていうのはまた違うんですか？黒豆を土に植えるじゃないですか。でどんどん大きくなって6月に植えたやつが10月ぐらいにこういう形で鞘をつけたものがさらにどんどん時間が経つにつれて乾燥していって最終的に11月後半ぐらいには黒豆になります。はい。一緒っちゅうこと。枝豆がほったらかしにしてたら大豆になるから。ああそうですね。はい。みんなそれ違うもんや思ってるけど一緒なんですよ。みんな大豆食ってんですよあれ。枝豆。そうですね。ここと、この下の畑もそうですし、あとはこれから行く、栗園とかあっち側にも畑あるんで、だいたい東京ドーム1個分ぐらいです。おお、わかりやすい。出た、わかりやすい。はい。古谷さんのとこみたいにスマートな野菜作りで小さい面積でやっていくか、うちみたいに機械導入して路地で大きくやっていくか。どっちかですね。どっちかです。その面積をお一人でそうですね。はい、一人でしてます。一人でやってるんですか？はい。友達いないんですよ。だから一人でやってるんです。はい、そうです。はい、農業が友達です。はい、畑が友達。土が友達。そうやな。はい。すごい。すごい。なんか三沢さんの存在ってどういう存在なんですか？多分皆さんと私は違って単なるパン焼くおじさんです。すいません。農業ばっかりやってる私にとっては三沢さんがなんか旅行とかいろいろ企画してくれたりしてそれに乗っかって三沢さん家族とか古谷さん家族とかうち家族とか いろんな家族を引っ張ってってほんまに友達の子供のお父さんっていう感じですね。別に巨匠っていう感じも全然出してこないしたまになんか難しいこと言うけど、うちは同じ農家ってことでね古谷さんとも仲いいけど父さんがいるからもっと仲良くできるっていう部分は感じます。今からあそこがうちの栗園ね。どこっすか？はい。栗園こっちです。何にも見えへんよ。栗があるんですか？栗触ったら痛いです。じゃあ栗拾いに行きましょう。行きましょう。はい。いざ栗拾いだ。そうですね。そういうこと？はい。でっかこの栗。めちゃくちゃ大きい。これ家帰ったらいっぱいあるよ。これ一番大きい？すごい。皆さんこれも入ってます。これも入ってるんで。はあ。一回やってみ。めったにできへんで。あ。面白い。
戻ってまいりました。はい、ありがとうございました。ゲット。栗。じゃあねー。バイバイマサ。バイバイ。このぐらいの時間が丹波はこの辺り異常に綺麗のよ。こっからセットいいよ。午後からねちょっと23生産者たちに会ってこういう素晴らしい、ね、宝物があってでこれを使ってパンとか作れたり自分らで食べたりまかないで食べたりとかできるっていうのがもう本当に丹波にいてよかったなって思うような瞬間でもある。でそれぞれの生産者がそれぞれの思いがあってなんか熱いものがあるよね。だからもちろんこっちも応援したくなるし、で言うてももう本当にどれも美味しいものなんで僕もやっぱり子供たちにはこういうもの食べて育てたいなっていうのはもう絶対的にあるよね。もうすごいもう宝物だと思います。だからそれぞれ言いたいことっていうのはいっぱいあるわけですよ。で自分らのこだわりもいっぱいあるわけですよ。でも例えば、商品ってして並ぶのはこういう並び方をするわけですよ。あんまりこう伝わらないですよね。でもその生産者の、こだわりであるとか思いとかいうものをやっぱりもっとこう伝えてあげれれば、消費者もよりこうなんかいい選択ができるんじゃないかなと思うよね。だからそれはね僕らも一緒なのよね。僕の場合はもうできるだけこういう原材料についてはもうとびきりのものを使って、でやりたいっていうものがあるんだけど贅沢ではないこれはあくまで贅沢品ではないんで、そこが大事なところで贅沢をしてるわけではなくやっぱり豊かな食品を食べてるって感じかな、表現するとね。っていうか普段からお付き合いはさせていただいててやっぱりほんまに持ちつ持たれつで彼らの作ったものを僕が購入をして商品として出せば彼らもやっぱりビジネスとして成り立っていくわけじゃないですか。だからできるだけ彼らの商品っていうのを僕は購入するようにはしててでそれだけの付き合いじゃなくて普段からもお付き合いはしてて。なんかするとこう生活が楽しくなるよね。だからまず生活が楽しくないと仕事が楽しくない。でみんなでどっか遊びに行ったり旅行行ったり飲み会したりっていうのが日常茶飯事であるとなんかいいよね。茶飯でないとダメです。お願いします。めちゃくちゃ美味しいです。はい。狙いは市島さんのチーズバーガーベーコンチーズさん。ほんまに食ってんじゃん。牛が前。もめちゃくちゃ美味しいです。チーズはベーコンバーガーは次どうしようかな。
おはようございます。おはよう。本日はどちらの方に？今日は四国の高知県の田野市っていうとこ行きます。四国で一番ちっちゃい町、そこでイベントがあるんです。イベントですか？うん。そこに出店することになったんで、今から行きます。荷物が大変だ。これパティ、これ120個です。で、今日はスペシャルバーガーがあるので、長期肥育の但馬牛の高級バーガー1個3000円っていうのあります。1個3000円？はい、それ30個限定で売ります。めっちゃお得やで、それ。今からパティの成形をします。ハンバーガーのパティです。こちらはこの肉をミンチにしたんですね。ミンチにしたやつと手切りを合わせます。それによって粘り気が出るんで、ミンチで決着が強くなって、この手切りでお肉感を感じてもらう。つなぎは一切入れません。ここでベーコンで来られてるお客さんはかなり多いと思います。やっぱちゃんと作ってよかったみたいなほんまにベーコン美味しいって言ってくれる方がねめっちゃ多いんでね。
きます。はい。ビビるぐらいちょうどやな。ここ積みます？はい。玉ねぎのやつと、これはここがどれ余るかな。秋ですね。栗と内緒。楽しみにしとこう。おはようございます。おはようございます。今日は私留守番組です。これね、みんなにお昼ご飯どっかで、はい、お店ちょっとお昼は軽い感じで内緒の栗ご飯です。内緒。合わせて食べて頑張ってきてくださいね。はい、後で渡します。はい責任重。一緒に行かしてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。枝豆ポーター。はい。うん。レジ券ある。オーバーオール OK。バンズ。あとケーキをきれいにしてくれてるから。みんなその。よっ、真ん中と中に。はい、こっち。で、最後一例です。はい。はい。よし。現在10時13分。天気でよかった。めちゃくちゃいい天気ですね。よかった。明日イベントで高知県田野町っていう四国一ちっちゃい町ですね。もう海沿いの本当になんもないところです。だからそこで明日イベントあんねんけど、その周りは何にもないということはホテルもないんで、高知市内に我々は宿泊します。はい。で高知市内から、約1時間かけてその田野町に明日の朝向かうっていう段取りですね。4時間ぐらいですね。4時間。うん。腹減ったな。たらええな。ありがとうございます。いやー、手を合わせていただきます。いただきます。見る見る見る。じゃじゃじゃーん。美味しそう。なんか美味しそうやなこれ。美味しそう。エビに卵焼き、マカロニサラダ、鶏の煮たやつ。これ万願寺やね。でかぼちゃです。エビからいったろ。おいしい。栗ご飯。丹波栗。マジ？おいしい。うん。ホクホクよね。うん毎回写真撮ってます。来ますよね。お弁当食べて元気出て。もう一踏ん張り。あと2時間ぐらいですね。およそ500メートル先、
左方向です。ホテルからすぐですか？すぐですね。あの辺の駐車場止めるんで。目的地は左側です。お疲れ様でした。開いてる開いてる。嬉しい。多分食わず嫌い。どう取ったらいいの？こう。いただきます。もう諦めていただきます。めっちゃ滑らか。鬼のに土佐ジローソフトです。相当うまいよ。めちゃめちゃきめ細かい。さあ叩くぞ。いやー行きましょう。走らな叩かれへんか。めっちゃいっぱい。ソフトクリーム自体がめちゃめちゃ美味しかったね。びっくりした。一番美味しいんちゃう。で何よりも仁淀川のあの絶景な。ですね。あれすげえ。あれ丹波でしたいな。やっぱ高知にはこういうとこがいっぱいあるんよね。四万十もそうだし、何よりもこう綺麗にキープされてるのがすごいなと思う。大阪も撮ったもん。大阪。マジでやばいな。生ビール。ちょっと待ってよ。待てや。ここのこのたたき、塩たたきですけど、これがもう抜群にうまいです。カツオにこのニンニクを乗っけて、でちょっとかぶす。ピッとしちゃって。ウツボのたたきかな。すごいな。うん。おぼちゃたたき有名なんで、まずこの2つはもう必須。じゃあせいやさんどうぞ。じゃあ皆さん、はい。明日頑張るぞ。ケーキ会。いきます。もうこれすごいね。明日マジ頑張ろう。頑張ろう。美味しいもの。今チェックイン終わりました。終わりました。お疲れ様でした。なんで今からはまあちょっとご飯とかお酒飲んだりとかして明日のために控えたり、そんな夜遅くまでするとね、明日朝早いんでそして一日中なんで無茶せんようにあんまり食べ過ぎないようにしないと思います。じゃあおはようございます。おはようございます。ちょっとだけお酒飲んだらもうブルブルになりましたね。ずっと心配してましたよ。ずっとみんなでこうしてました。フラフラなったな。レモンチューハイいっぱいです。よし、じゃあ今日は本番です。頑張ろうね。頑張ります。頑張りましょう。頑張ります。よっしゃ行くぞ。よっしゃ行こう。はい。田野町のシーサイドですね。もうほんま海沿いですね。四国一ちっちゃい町。そこでイベントをするっていうね。150食分のハンバーガーを引き下げて。そうですね。しかも1個3000円のハンバーガー30個限定っていうね。果たしてこれが売れるのか。
3000円のバーガーが売れるのかっていい実証体験経験。これ市島製パンでももしかしたら売る可能性もあるんで。あ、そうなんですか。お客さんのちょっと反応見たいなと思って。なるほど。一つも売れないのか逆にめっちゃ売れるのか。こっちで押したら上に行くんで。はい。はい、これが前に。はい。で見える？そんな上まで行って見える？前から。大丈夫大丈夫。大丈夫。言ってたらね、学びましょうか。僕もパン屋やってて、もう企業上としてね。いつも申し訳ないです。ありがとうございます。解禁したところです。あ、そうなんです。今回のこのシーサイドマーケット実行委員長こちら高松慎吾君です。お願いします。田野谷円次郎、世界の田野谷円次郎。彼の工房もすぐそこなんですよ。そしてここにおますは、常見大輔、私の友人です。友人です。そもそもなんか慎吾君がハンバーガー大好きで、俺のハンバーガーとか食べたいって持ってきてここで焼くでって言ったらそれは申し訳ないから出店者も読んでなんかマルシェにしましょうってなったよな。そうこのほんま四国一小さい町の田野にこの何にもないとこでマルシェを建ててで人を集めるっていうすごい驚異的なことをします。もうこんだけ人を来るってなかなかすごくねほんま。少しずつこう実を結んできたりとか。自販機あります？わからん。そっからもう東京までからな。こっち貼るね。とりあえず。ほんまに食ってんじゃん。ベーグル？出張スタイル。出張スタイル。そっちで。サンバーも和服と袴でやるから。すごいやろ。すごい。マジで。よいしょ。中に入ってます。すいません。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。どんなもんか。180万円。はい、はい、先肉いく。これもビニール。オープン前からすごい行列ですね。そうやな。いつもこんなんや。いつもこんなん。店ふっと見たら、あれ行列できてるやんっていうのが去年も。あっという間やろ。あ、プレミアム。プレミアム入りました。ありがとうございます。
のがエッチ絶対に。絶対ここが。こう？いやいや、テープで貼ったらいいんや。森谷さんと俺が開発した。パティでございます。はい。長期ヒークパティ、史上初めてじゃん。初めてですね。はい。日本初の。はい。コラボバーガーで。ありがとうございました。大丈夫大丈夫。でもめっちゃ油の出る量が全然ちゃいますよね。むちゃくちゃ出る。プレミアム。はい。プレミアム。これプレミアム。なんでか丸しちゃったけど。はい、ありがとうございます。丸入れろって言うたから。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これは上ですか？上です。すごいな。いらっしゃいませ。はい、どうぞどうぞ。お待たせしました。ありがとうございます。ベーコンバーガーと。一つ一つ全然やってます。お願いします。はい、ベーコンチーズ上がりました。はい、ありがとうございます。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 狙いは市島さんのベーカリーのパン。お盆休みに行ってて高知に来るよって言ってくれたんで絶対行きます。絶対行きます。今日8時半にはもうここに着いてて出身というこちらの方ですか？はい、高知出身です。はい、行った時に高知に行きますよって言ってくれたんで絶対行きますって言って仕事も休んで来ました。肉肉しい。全部開ける？全然わからない。香ばしい。これチーズバーガー。バーガー。ベーコンチーズバーガー。やばいねベーコン。いただきます。いただきます。すごいお肉だ。めちゃめちゃ美味しいです。パンだけでも美味しいし、なんかここで全部美味しいです。これはうまいわ。うまいです。これは美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、これベーコンチーズ4。はい、わかりました。お気に入りすみません。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はベーコンチーズバーガー買いました。去年食べて1年間待ってました。嬉しいです。We don't need to do anything in particular. めちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しいです。Really nice. Very very nice. スコットランドから来ました。スコットランドから。スコットランド。Enjoying your burger? ですね。初めて日本に来ました。初めて日本に来たんですか。So there is no great water down there. It's just like a normal. 今回はちょっと、シーサイドマーケットにゲストとして来ていただいた焼肉辰巳の
森谷翔ちゃん。はい。大正区でね、今、焼肉屋さんをやってて、特にその、彼が扱ってるお肉、長期肥育っていう、とても長く、肥育した美味しい牛っていうのを扱ってて、お肉ね。で今回そのお肉を使って、プレミアムバーガーっていう1個3000円のバーガー。うちで扱っている牛っていうのは血統的に言うと純血の但馬牛ですね。通常ですと26ヶ月から35ヶ月ぐらいの肥育で、言ったら人間のスケジュールに合わせた出荷をするんですけど、僕のところは牛のスケジュールに合わせた生育状態に合わせた肥育方法で、但馬牛本来の美味しさを楽しんでいただける香りの高い油の、そして食べても食べ飽きしないようなそういう油を作っていくっていう買い方なんですよね、長期肥育っていうのは。実は翔ちゃんは来春なんと丹波に移転されます。来年の春っていうかゴールデンウィークまでにはね、そうですね、オープンしたいなっていう予定でね、今動いてるよね。そうですね。彼のお店が出ることでその長期肥育っていうのが丹波で根付いて、逆に丹波の方から世界に発信できたらいいなと思ってますね。次どうしようかな。次お願いしていいですか。あと一つ。待ってください。あれだけあったお肉、これで終わりですか？終わりですね。今からお昼やろ。お待たせしました。もうすぐできます。お願いします。お願いします。めちゃくちゃ美味しいです。はい。おお。持った感じが出てきて全然違う。何この針。おいしい。肉。最高やなこれ。うまっ。肉しい。パンもうまい。めっちゃうまい。このパンとバランスがめっちゃいいね。もう長期肥育されてるから普通のハンバーガーのだけのあれよりか焼肉に近いですね。肉しいね。肉の味がしっかりしててめっちゃ美味しい。柔らかすぎず硬すぎず絶妙。歯応えありますよ。もうちょっとパサッとするんかなと思ったら全然そんなことない。これで油っぽくしすぎず油も強くなくて。ありがとうございます。ごちそうさまでした。伊沢さんも今日は撤収ですか？撤収っすね。時間も時間やし、そろそろ引き上げたいと思います。長期肥育もよう出るかな。そうですね。あれってことね。この実験は成功という。バーガー全部で何個売れたんですか？全部で150個近くかな。嬉しいですね。来ていただいて。そうなんですか。だからもう本当に見たまんまです。自然があってもうちっちゃい四国一ちっちゃい町って言われてるのでみんな家族みたいな本当にちっちゃい町ですよ。人口2500人ぐらい2000人ぐらいですね今。2000ちょっとやってるんです。1000人来てるかな。1000も来てない。去年で700ぐらいやったと思うんで。食で人が集まってそこに文化が生まれてで人が集まったところにいろんなものも発生するんでまず人を集めないと何にも起こらない。それにはもうこういう食べ物グルメっていうのは遠いとこからでも来るんでね、
分かりやすい。まあもともと始めたのが本当にちっちゃいところからみんなで楽しくやろうというところから始めてるので、まあそれがもうずっと続いて、まあいろんな人が知って楽しいのを目当てに来たり、そういうのを続けていったら一番いいかなと。大きくするのが目的じゃないもんな。そうですね。うん。で今年は初めて地元の高校生が協力したいということでしてくれてるので、だからこうやって地元ともつながりながら広がっていけたらなと思います。どんな形にします？ミネラルと菌が一種類だけいるんですけど、完全天日塩って作り方です。海水からこうお塩を取り出すまでに、例えば火力であったりとか電力っていうのを一切使わないで塩まで持っていくっていうやり方、それが完全天日塩ってやり方なんですけども、もう天候に左右されるので、例えば暑いとか寒いとかね、冬場はほとんど取れないです。世界でも10人いるかいないかぐらいの面倒くさい作り方なんですよ。毎日1時間ごとに昼間日の出てる間をずっと触っていく、それで味とか大きさをコントロールするってことですよね。で最低でも3ヶ月、長いと4年ぐらいかけて作る塩もありますね。塩次郎さんと会ってで工房見せてって言ったら、いやもう塩が寝てるからダメですって言われた時にもう衝撃。俺もパン生地と喋りながらやってるのすごい愛情みたいなのがあって、同じような人おったと思って、俺逆にすごい嬉しかった。人が思いもつかないことをちょっとやってみようとか、そんなことをすぐやっちゃう人なんで、だからこのマルシェもそうですけど、もう遠征してきてもらってハンバーガー売って、多分赤字ですよ。そうです。それで来てくれるんです、はい、そういうのがねすごいありがたいね、お得意があるっていうかね、そういうのを感じますよね。楽しいから楽しいだけで来てくれる、まあこれからもこういう本物の方とね、僕はお付き合いをしてやっぱり広げていきたいし、いろんな人に刺激を受けてほしいんでね、はい、そう思います。これからもお願いします。こちらこそよねなんだこれなんやねんこれ。お疲れ様でした。ああお疲れ。ありがとうございます。いや大変でしたね。でも楽しかったな。何よりも天気が良かった。それと仲間がいっぱいいた。いやほんま一人やってんで。それと2年前去年と来てくれたお客さんがやっぱ来てくれたり、去年あまりにも行列でくじけて帰ったとか、なんかリベンジで来てくれたりね、なんかつながってる感じがすごいして、なんか嬉しかったね。でまあ当然塩次郎をはじめいろんな友達にも会えてね、ハンバーガーもね完売して、ベーグルもよく売れて、成果的には大成功じゃないですか。また多分来年も来ます。毎年来ます。なぜなら僕のために始まったイベントなんてね、来ないわけにいかない。こんな四国の一番小さな町でいろんな出会いがあったり、なんかビジネスが生まれたり、楽しいよねこういうことって。もしかしたら日本国中いろんなとこでもできるかもしれない。いやーさあ行くぞ。頑張って。これが賢い選択です。すごい楽しみにしてきました。もうハンバーガーのために仕事頑張ってきたんで。肉うまっ。この屋久島でハンバーガーをガッシガシ焼きます。ありがとうございます。
ゃあ師匠また。よっしゃ。いい天気。めちゃくちゃいい天気やな。なんか暑い。なんで屋久島に来たんですか？屋久島はですね、丹波のカフェマーノっていうのがあって、そこの店主の北真也っていう変わった男がいて、月1回 2,3 日だけ開けるマーノっていうのを屋久島に、無謀にもオープンさせたっていうね。そこでまあいろんなゲストが来て料理をするっていうのが彼のコンセプトやねんけど、まあそれに俺が第1号で行っちゃったっていうのが去年。今回は地元の高校生の、まあ、アンリちゃんっていう子が丹波に来て、ぜひ屋久島にまた来てくださいって、まあ、直接僕に直訴されて、はい行きますって言っちゃったで今屋久島ナウって感じやな。でもなんかやっぱり不思議なところで、なんかやっぱり何回も来たくなるところがね、何にもない、何にもない、自然しかない。だからそこが結局良かったりするんやろね、現代のこのみんなデジタルで生きてる人々の中では。こんなに自然いっぱいで、海山がこんなに近い、道路一本だけっていうね。しかも、山が結構の標高なので、屋久杉が育って、まあ樹齢何千年っていうね屋久杉があるわけで、まあ、ぜひ今回ねハンバーガー焼くだけじゃなくて、その屋久杉も今日ね一緒に来たスタッフたちにも見せたいし、いろんなものを感じて帰ってほしいなと思ってます。スイスの土産楽しみね。スイスにはオーストリアの肉だ。何がいい？俺が丹波に移住したところと一緒です。2017年。どうぞ。2名様ですか？はい。はい。ありがとうございます。うん。うん。青いかだったら夜だけど、青いかのことを言ってたと、青いかと。3点しかなかった。はい、ありがとうございます。あ、そういうことね。酸っぱい。すごい。しっかり感じる。美味しい。味。いいな。ストーリーいいですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。なんで正門から出ないの？あ、こっちからちょっと出ますね。せっかく。正門やでこれ。いや、すごいええとこ。もうこっち分かってます。5時10分とかその辺だと思うので。これここ見れるよね。ありがとうございます。株式会社、これで書いてもらったら先ほどのすごいですね。どこか食事とかされるんですか？ああ。
so sweet. なんか美味しいよねこれ。 So what makes it so good? ありがとうございます。どちらからでしたっけ？のどちらですか？サバ節、サバ節。何使います？もうよかったら入れたらましょう。めんどくさいんで。めっちゃいいですよ、めっちゃいいですよ。そうなんですよ。I'm waiting. I saw what you make on YouTube now. 当日分？当日分。いいんじゃないの？すいませんね、ヒットありがとうございます。これで9。これで9かな。じゃあ乾杯しましょう。乾杯しましょう。ね、ありがとうございます。すごい。乾杯。Thank you。じゃあみんな新しい出会いに乾杯。乾高尾。メイドイン高尾。しばくぞ。一回呼び捨てでしょ。I want to share, but I understand. Both. 栄養と。こっちの引き出しも開けました。ここら辺の。今日はね、屋久島のマーノっていうカフェでハンバーガーイベントですね。3回目です。定期的ではないけど、まあ行きたくなったら屋久島って1回行くとまた行きたくなるんで、行きたいなと思ったらちょっとバーガー焼きに行くわっつって。でもみんなめっちゃ楽しみにしてくれてるんで、もうね100個ぐらい予約入ってるんですよ。もう結構大変です。じゃあそこのとこはベーコンのここだけ。はい。おはよう。おはようございます。食べ。もうニューセット800円やなこれ。はい。いただきます。北海道ですこれ。へえ。おいしい。小麦が十勝産の
ホットハーベストとか入ってない。キッチンは今日これで行くよ。今からカフェマーノで、ハンバーガーを焼きに行きます。時刻は8時20分、11時から予約入ってるんで、今からいろいろ段取りしてお客様をお迎えします。切ってでしょ。そうそうそう。今回めっちゃ復活や。それで今日は100ぐらいは100人はないか。ベーコンはどれぐらいあります50人分ぐらい。半分。今日は予約が今88ぐらいあるので、今120食ぐらいは用意してます。これ多分すぐなくなります。お願いします。それはほとんど予約でもう終わりって感じかな。それ以上持ってくれないんでね、しょうがないです。いいよ、最高やな。マーノは基本的には地産地消っていうか、地元のできるだけ丹波のだってこの屋久島まで丹波の野菜とか丹波の牛乳、生クリーム、素材全部持ち込んでやるって、これねなかなか頭下がることですわ。でもそれぐらい丹波を彼は愛しているので、丹波の野菜美味しいでしょ、丹波の牛乳美味しいでしょっていうのをここの屋久島で彼は表現しているわけで、もう観光大使みたいなもんだよね。そこはすごいなといつも思ってます。僕も彼を言ったら応援したいなっていうのもあって、できたらこういうことであれば協力できるよっていう範囲では協力してます。屋久島のカフェマーノについては、屋久島に作ったのは、マーノを中心としていろんなシェフたちがここを使って地元の方にいろんなこの食事を提供するっていうのがコンセプトでそもそもあるので、ただやっぱりなかなかね、やっぱり屋久島遠いんで、僕はまずこう先陣切っていろいろやると後に続いてくれる人も出てくるかなみたいな、北区にちょっと協力したいなっていうのもあって、去年来てこうイベントやったらもうことのほか楽しくて、屋久島すごいなと思って、で今日はここの屋久島出身の女子高生の子に、また来てくださいっていうオファーを受けたので、よしじゃあ行こうかっていうので、来た次第で、屋久島の高校生なんだけど将来カフェを開業したいみたいで、このマーノに、相談に来られて、でちょっとじゃあ研修でもしてみるみたいなんで丹波に1週間ほど来られて、研修インターンをしてたよね。でその時に市島製パンにも来てくれて、でハンバーガーを食べた時にもうぜひ友達にも食べてもらいたいっていうので、いつ来てくれるんですかみたいなことをまっすぐな目で見られると、よしじゃあ行くわっつって、行く予定は正直なかったけどいいよ行くよっつって、で今回なんとか年内ギリギリに来れたっていうことかな。だから彼女のやっぱりね、その将来夢がある子に少しでも希望っていうかね、なんか持ってほしいなと思って、僕らカフェ開業してるもんからしたらやっぱり彼女らの憧れでないといけないと思ってて、やっぱそれにはこ
必死で働く姿もそうだけど、楽しく働く姿、楽しく運営してるよっていうところも見せないといけないなとは常々思ってます。なので、交通費がどうの人件費がどうのじゃなく、楽しいから来たよっていうところもなんかそういうノリがあっていいかなとはなんか思ってて、だからそういう子はぜひとも僕は若い子をね、可能性は無限にあるので応援は絶対にしたいなと思うから、それはたとえ屋久島の高校生であれ、一人でもそういう子がいるんであればなんかお手伝いしたいなとは思うな。先生マジ怖いねんけど。歩いて3分でこんな滝にいるなんて。確かにね、滝の音はずっとしてたんやけど、俺見たことなくて今まで。初めて見た。写真のままこれちょっとな。今56分です。練乳粉は 10% 入れてますね。より香りが立つようにしてます。今回のマーノスペシャルです。なんやねん。ここだけラップして、もう一個はそのままね、ちょっとやるから。使い方が難しい。もうなくなったんじゃない？見たいですね。僕は直接聞かなかったんですけど。プレーンが A がA1。チーズここのせにするわ。袋ちょうだい。袋と潤いを買ってるだけだから。自分の取り分稼がないと。結構美味しい。美味しいね。どうしようかな。ショコララテ。どうぞ。青ちょうだい。青ちょうだい。飛ぶように。さん行きます。C さんね。はい。C さんください。C さん一個と一個。コーヒーガムみたいな。D 3つに B 1つですね。はい。はい。4手で。はい。レゴシリル。ジンジャーエールだよ。混ぜて召し上がれ。いただきます。いや、待ってくださいね。当日分って一人で。はい。乾杯。
美味しい。絶対来るべき。絶対飲んでください、これジンジャーエール。バリうまい。バンズ入れてもらっていいですか。ここで。で、チーズだけチーズっていう。チーズバーガー。アロエと外のアロエと一緒に。結構初めてかも。美味しい。めっちゃ美味しい。皆さん屋久島のご出身というかこちらに住まわれてるんですか？出身はねもうこの方だけなんですよ。ここみんなホテルで働いてて、一応みんなこっちに住んでます。この日のために今日は仕事頑張ってきたんで。今みんな仕事終わりなんです。朝6時から起きて、そう仕事終わってハンバーガーのために朝ごはんあんまり食べないでね、みんなね来たからちょっと全力で11時に間に合うように来て。もう早く終わったね。秒で終わったわ。秒でね仕事も終わらせて来ましたので意気込みが違います。野菜も新鮮ですね。すごいシャキシャキ。トマトが入ってきた瞬間に味が変わりましたもん。自分の覚えやすい覚え方があるから。すごい楽しみにしてきました。もうありがとうございます。いただきありがとうございます。ありがとうございます。OK です。お待たせしました。アイスラテとアイスティーでございます。お待たせしました。エビです。ありがとうございます。ほら我慢して。これが賢い選択です。師匠が払ってね。俺が払う。師匠がね。なんか晴れてる間にとりあえず行けるとこ行けるとこ全部行って。今日貴重。明日は滝行って、同じことしか言ってない。明日は始まるやな。これはすごいよ。異空間。なんで上に下に下がってるってことか。
だいぶ多い。このさんがとても可愛いわ。それがはっ。ゆらいい運動ですね。そうやな。うん。勝負は今からハンバーガーをガッシガシ焼きます。今から今から焼きます。行くぞ、やろうと思う。ちょっと待って切ります。トマト。はい。なんと200はいける。置けてます。でもここバックがな。ありがとうございます。来ましたよ。大人は約束は守るんで。そういうとこ動画で撮りたいよね。いったさん何個焼いたらいいかって写真聞いてるんですけど。あ、オッケー。B が3個ね。はい。で D が2個。ベーコンチーズね。話してて、すみません、美味しいから焼きそばの人と食べてほしいなっていう話をしたら、まあ、来てくださいっていう話になって、それで今回来てください。アンリちゃんから好き好きに。そうです。お願いしました。焼き締まり両チーズ。メプラモンド。はい。いや、まずあんなにボリューミーなバーガーを食べたことがなかったんで、まずそれが衝撃なのと、自分でお店だと袋に入れて食べたんで満足感があったっていうか、私がそのカフェをしたいっていう夢があるんで、それで刺激を受けてほしいっていうのでお母さんのところに連れてきてくれる。バーガー以外にもベーグルとかたくさん美味しそうなの売ってあったんで、参考になりました。雰囲気とかも憧れる。いつか慣れたらいいなって存在です。最近カフェを開業したいって思い出しての今回なので、まあ、いい刺激になったというか、これからどんどんどこにお店を作るかは考えていきたいかなと思います。何でもいいよ。ハンバーガー持っててもまあいいか。いいじゃん。あ、どうぞ。ちょっとありがとうございます。ありがとうございます。父です。あ、どうもありがとうございます。どうですか？楽しみです。早く食べたいです。食べさせたかったんで、やっとみんな食べてくれるんで嬉しいです。花くれました。花持ってきてくれない。次も4置きます。はい。食ってるなぁ。うまいんだな。はい、お待たせ。どうぞ。いや、重たいからちょっと持てる？結構重たいよ。ありがとうございます。いただきます。じゃあね、ありがとう。ありがとうございます。バイバイ。女の子なんてまた来てください。いやって言えねえわ。さんまた心打たれちゃいました。取れまし
刺さったまんまです。やばいです。えらいこっちゃ。こうやってまた何度も来ちゃうわけですよ。これはもう罠にはまってるんで俺は。北深夜のシチューの中にね。はい、入れます。うん。最高。オーケー。肉うま。よかった。あ、普通に何も考えてなかったけど、本当に大丈夫だった。最終。おー、そうです。レイスカミン。てってれー。チーズバーうん。美味しい。美味しい、美味しいあれ。Wow, very good. Wow. ハンバーガーいいよ。それって詳細系。飲むだけ。ああ。はい。